なんだ。こういう時には、なんかこう、言葉があってもいいんじゃないかなと思ったりとか。言葉。よかったとか、悪かったとか、好きだとか、愛してるとか、もう話さないよとか。ああ。そうだな。用は済んだから出て行け。あんた本気で天魔鬼神かよ。つーかここ当ての部屋なんですが。だからどうした？お前は俺を追い出したいのか？いいえ、そんなつもりは決して全く。当然だ。出て行くのが嫌ならいても構わんが、その辺の隅でおとなしくしていろ。目障りにならないようにな。はい。なんだろうね。最近、当ての扱いがえらくひどい気がしますよ。そうなのか？ついさっき、当ての初めて奪った挙句、それはもう念入りにダブってくれやがったけだものサディストからそんな一言の感想は聞きたくないです。あれなら別にひどくない。喜んでいただろうが。この言い草、あんまりだ。女の敵だ。でもさ、お兄さん、あんまし変わってないよね。理性的だし。今、けだもの呼ばわりされたばかりだが。そりゃしますとも、しないでか。けど他の人間に比べるとね、これまでお姫に汚染された人はみんな、ああなってたわけだし。確かにな。他に俺のような奴はいなかったのか？うん。今更の疑問だが、奇妙な話だな。なぜ俺はああならなかったのか、お前にはわかるか？そうだね。詩的に言えば、お姫を守ることがお兄さんの望みだったからかな。狂犬になっちゃったら守れないっしょ。三分的に言えば、剣の守り。そうこうしてなくても、武者と剣は繋がってるからね。いくらか波の威力が減災されたんでない？どうでも構わんが。そうだね。大事なのは一つだけ。お兄さんが最高の状態にあるってことだ。ああ。だから、心配事も一個だけあるんだよね。なんだ？お兄さんを元に戻す可能性のあるやつ。堀越に残してきた、あれ。ああ。壊しちまった方が後腐れはないし、心情的にもぜひそうしたいとこなんだけどね。壊すのはいつでもやれるしな。ま、今後の情勢によっては、あれがまた入り用になる場面もあり得るからね。その辺を検討した後で決めましょう。あいつが自力で逃げ出すのはまず無理だし、助けに来る仲間なんかもいないでしょ。
いるまい。加えて言えば、あれが俺の前にやってきたとしても、俺を元に戻すのは不可能だ。それなら問題なんて何もない。当てとお兄さんは目的を果たせるよ。光を。神に、人を超えた存在に生まれ変わらせる。本人が望む通り。相変わらずヨタ話にしか聞こえねえって顔ですね。ヨタ話にしか聞こえん。あの論文読んでも余計に疑わしくなったくらいだ。この地面の下に神がいるだと信じろという方がどうかしている。ごもっとも。だいたいタイトルからして剣無双論だしね。書いた当時は筆者自身が内容をろくすっぽ信じてなかったって代物だ。でも今は違う。地の底深くに眠る者の実在は確信されている。神を推論するあいつと神を感受するあてが出会ったから。実在を認めたならあとは引っ張り出すだけ。神は来るよお兄さん。ヨタ話だな。そこいらの新興宗教だってもう少しマシな勧誘するよね。これじゃ信者は集まらんわ。だが乗ってやる。その愚にもつかん夢物語だけが光を生かす希望なら、つまりは光の存命がもはや空想でしかありえないというのなら、現実を叩き壊して空想を後釜に据えてやる。この世の何が邪魔をしようともだ。いきなりなんだ。忠誠の忠。お兄さんはあての主だ。お兄さんが世界と戦うなら、あては世界に向かって振るわれる力になる。剣にも盾にも銃にもなって、お兄さんを助けるよ。ちょちょ丸。だから、一緒に行こうね、お兄さん。世界の終わりまで。ああ。いた。
事の司祭はわからぬが、どうやら先日の借りを返せそうだな。あなた。最優先事項は国氏殿下を大将領の地位につけること。おのおの方、まずこの点はよろしいか。異論はない。棟梁不在のままでは将兵の士気も好機も低下する一方だ。おじじの死亡発表からこっち緩みっぱなしだからな。死因も何も説明なし。死んだとしか教えられないんじゃ動揺して当然だろって話だが。正しく伝えた方が良かったかしらね。暗殺されたと思われるが詳しい状況は全く不明。死体すら発見できていないと。それこそ混乱の火種になろうよ。でござるの。動揺を収める方法は一つ。国氏殿下をいただいて新たな体制を発足させ、旧体制の全てを過去に追いやるのだ。宝刀参拝の事件など。そもそも足利森氏という男自体いなかったことにしてしまできるわけないでしょう、そんなこと。バカな、騒ぐな。過去の歴史を変えられんのは分かっている。俺が言っているのはそれくらいの意識で今後に臨めという気構えの話だ。分かってるから言ってんのよ。全部なかったことにしろ。あんた天下を平定したお父様の業績を何だと思って。来長殿、ここはどうか抑えてくだされ。我慢できることとできないことがあります。いくら同心様のお言葉でも。お気持ちごもっともわかりますぞ。されど獅子殿のご意見もいささか暴言とは申せ一理あり。今は昔日の栄光に酔う時ではなく、明日の栄光が我らのものであることを万民に示さねばならぬ時でござるゆえ。それはそうですけれど、森氏公を腫れ物扱いにするのは一時のこと。国氏殿下の陸へ大将領修理が無事に行われ、幕府の支配が再び確かなものとなった後で、改めて個人の栄誉を称えましょうぞ。その折には盛大な葬儀も執り行わねば。とにもかくにも、まずは幕府体制の再建。来長殿ほどのお方であれば事の道理がお分かりにならぬはずはござるまい。はい。ご了承かたじけなく存ずる。いや安堵いたした。まずは我ら4人が結束せねば幕府を立て直すなど夢のまた夢でござるからのう。坊主必死だな。ああ、必死だな。入道様頑張って。さて、では何事もなかったかのように仕切り直すといたそう。国氏殿下に大将領の位を襲っていただくには無論朝廷の許しが必要でござる。そのための工作を今京都で室町短大が進めているのでござるが、何か支障でも。公家衆の態度がどうもこうのれんに腕押しぬかに釘のようでしてな。今は帝が気鬱だの吉日を選んでだのと言を左右にするばかり。
具体的な言地を与えぬつもりらしいというのが室町よりの報告でござる。まあ予想されたことではないか。こっちが混乱の早期収拾を望むってんなら、あっちは逆のことを望むに決まってるしな。できるだけ今の状態を長引かせて動揺を拡大させたいんだろ。そっから先のビジョンがどの程度あるんだかは知らんけど、各地の倒幕派と結び一斉放棄でもさせるつもりか、あるいは進駐軍の介入に期待しておるのか。その結果ヤマトがどうなるかまでは考えずにか。無責任な策謀家どもならやりかねんな。一つ手こ入れをしてはどうだ、和尚。いかようにでござろ俺が一軍を率いて上洛する。待たんかい。ガソリンの海に火のついたマッチを投げ込むようなもんだな。ために笹川で準備を始めたと情報を流せばいい。う。脅しでござるか。見切られたらどうする？その時は本当に上洛するまでだ。逆賊岡部頼綱追討の報告だのなんだの適当に名目を見繕ってな。あんたそんなことして平穏無事に済むと思ってんの？平穏には済むまい。だがこのまま公家衆に六原を侮らせておくよりはマシだ。案ずるには及ばん。お歯黒どもの底など知れている。裏で絵図面を描いている奴らは別としても、大半の公家が見ているのは目先の利害だけ。室町短大に渋って見せているのも値上げ交渉くらいの考えでしかなかろうよ。この機に少しでも大軍を良くさせたいのだ。脅しをかける。うまそうな餌をちらつかせてやればたちまちこちらになびいてくる。飴とムチってわけ？古典的に。いいんでない？古典的な手で。あの連中頭の中身が1000年前から変わってないしな。なるほど。異論はござらんかな。ではこの件は獅子殿にお任せいたそう。承知。これでうまくいけばいいけれど。うまくいったらいったで、次の問題だな。進駐軍か。ジュネーブの諜報班から報告があったわね。GHQ のロビー活動が実を結びそうだって。反乱鎮圧の様相がことさらに残虐性を誇張して伝えられているとのことでござったが、事実無根にはあらず苦情を言えた筋合いでもないが。国連決議が出るのも近いかね。対大和最前線。いや対六原宣戦布告か。来るなら来ればいい。もはやいつ戦端が開かれてもおかしくないということでござるの。むしろ殿が亡くなられた隙をすぐさまついてこなかったのが不思議なほど。政治の都合やら軍備の都合やらがあったんだろう。あとこっちが絶頂の時に叩き潰してこそってのもあるだろうしな。その方が民衆の受けはいいわね。侮られたものだ。とすれば開戦ののろしが上がるのは国氏殿下が大将領となられ幕府体制に再建のめどがついた時。ほぼ同時でしょうね。演出効果を狙うならそれが最高ですから。だろうな。そのつもりで我らも備えておく必要がある。もしも向こうが動かなかったらその時は好機だ。こちらから仕掛けて一気に横浜を落とす。6年間の屈辱一朝で晴らしてくれるわ。そういうからには順調なんでしょうね、あれの準備。当然だ。貴様などに心配される言われはない。ああ、虎の子ね。今のうちに一度見ておきたいな、あれ。シシ君、この後笹川に戻るんだろ？あても一緒に行くよ。無用だ。貴様に心配される言われもない。ありよ、ありあり。あのプランに金と人員を一番出してるのはあてなのです。世の中で一番偉いのはスポンサー。これ常識、これ真理。
軍務はどうする？有能な副官に一任。貴様か。は確かにちゃちゃ丸よりはよほど当てになりそうだが。そうだろうそうだろう。皮肉を理解しなさいよ。しかし何にしても抜擢されたばかりの新任。ちゃちゃ丸殿抜きで仕事をさせるのはさすがにまだ荷が重いのではござらんかな。大丈夫だよね中佐。閣下のご期待に沿うべく奮励努力いたします。いまいちな反応。もっと説得力のある言葉でアピールした方がいいっぽいよ。わかりました。この方がいるとむしろ仕事の邪魔です。はーい、すごい説得力だ。飛びに出ます。探さないでください。探さないわ。そうか。それならいい。期待しているぞ、港中佐。はでは議題を移すといたそう。倒幕派の動きについて報告があり申す。最近岡部残党らしき一派が評議の場ではああ言ったが、実際俺に公方職の代行が務まるかどうかは知らんぞ。平気っしょ。お兄さん適性ありそうだし、あてもなるだけ早めに戻ってくるしさ。笹川へ何をしに行く？今四宿の下で編成が進んでる六原の決戦兵力にちょっと手を加えてこようと思って。つまりね。待て、はい。誰か来る。ああいつなら気にしなくても平気。こっち側だから。何？堀越中将様、ご騎乗お喜び申し上げます。ういっす。また世話になるわ。はは。紹介しないとね。こいつは柳生上安斎。聞いたことある？六原新影流宗主。そうさ。あと馬屋衆の事実上のボス。柳生上安でございます。港影明様、お会いする機会を心待ちにしておりました。自分を？いささか存じ上げております。お兄さんは局地的に有名人だからね。他の連中も紹介しとかないと。でしたらば閣下、ちょうど良い折でございます。本日の集会に港様もお連れくださいませ。本日は？それをお伝えに参りました。本日夜黄砂の回廊にてとのこと。ああ、正しい話やな。まあ確かに好都合か。お兄さん、そういうわけだから今晩少し付き合ってくれる？
どこへ？近場。くだらない趣味人どもの集まりがあるの。いかん。お姫に関わる話。一度は会わせておきたいやつがいるんだよね。向こうも会いたがってたし。必要なことか。うん、多分。なら仕方あるまい。やった。じゃあ先に伝えといてよ、ジョアン。お兄さん連れてくって。かしこまりました。では、私はこれで。次の方がお待ちの様子。おや？カッカ。どうした？こんなツルツルした廊下で走ると転ぶよ。それが9法でして、堀越館からの。 9？ 内容は？こちらに。分かった。言ってよし。はっ。何があった？村正が逃げた。やろう。パンツ。グワッチ。こいつはちゃちゃ丸、合わせたい人間というのはまさかこれではないだろうな。そのもしそうなら悲しむべきことだ。俺ではなくお前にとってだが。待って待って待って！ノーモア制裁！ノーモアリンチ！違うっすよ！こいつアホですけど、アホなだけではないんです！ほう。第一印象はおよそ考えうる限り最悪だったと思いますが、どうかそれは忘れてください。いいだろう。ではこの男、アホでないなら何なのだ？率直に言ってみよう。変態。そうか。正直に答えすぎだ！何やってるのかね君は。現れるなり生命の危機に陥ったりして。おめえ誰のせいだと思ってんだよ。愚かな君が愚かなことをしたのだろう。その通りだ。はあ、やっぱりね。彼女は僕にとって良き友人なのだが、しばしば正当な理由もなく他人を責めるのが欠点だな。パンツも脱がないし。それは直してやった方がいいだろう。パンツはともかく。友人としての義務だと思っているよ。温かく見守りつつ忠告を重ねるつもりだ。正しい対応だと思う。友人に恵まれてよかったな、ちゃちゃ丸。本当だね、ちゃちゃ丸くん。君、なんでマジ泣きしてるの？心の底から泣きたかったからだよ！ちくしょう！最近なんだか世の中が当てに優しくね！やれやれ、世話の焼けるパンツ脱がない少女だ。同意する。ところでパンツの変態男、何かな？これからここで何の集まりがあるのだ？まさか
パンツの着脱と健康の関連性について討論する集会ではあるまいと信じるが、当たらずとも遠からずかな。当たってないし近くもない。だからそんな殺意に満ちた目つきでこっち見ないでください。お願いします。君はパンツを脱ぐときに右足を最初に抜くか、それとも左足を先に抜くかで議論する人々がいたら滑稽だと思うかね。思う。十字を切るときにどういう順序で切るべきか、キリスト教徒同士で激しく言い争っていたらやはり滑稽だと思うかね。滑稽なのだよ。ありもしない価値をあるものとして扱い尊び、その正当性をかけて他人と争いさえする。滑稽だ。しかしだね、これこそ知的活動ではないか。知性以外の何を使えばこんなことができる。真実に従うことは誰にでもできる。知性なき野の獣にも。だが虚構に真実と同等の価値を与えてひれ伏すようなことが獣にできるだろうか。それは宗教論か。そうとも。宗教が人間を愚民にすると言った者もいるが、全くの誤解だ。宗教こそ極めて高度な知的活動の産物に他ならない。宗教は人類史上最も人間らしい発明とも言えるのだよ。なるほど。知的遊戯としての宗教か。滑稽だな。実にね。だがそう考えれば悪くない。だろ？なんであんたら会話が通じてんの？ではここで行われるのは宗教論争か何かか。そうだね。論争ではないな。結論はすでに出ている。結論に基づく行動についての相談だ。結論とは？神を冒涜する尊き虚構、不可侵の希望として存在した神なるものを地上に引っ張り出す。化け物のように実在させてしまうのだ。同志港景明。挨拶が遅れてしまったが、僕は今日君に出会えたことを生涯の喜びとするよ。まだ名を聞いていなかったな。ウォルフ。ウォルフ。教授と呼んでくれても構わない。おや？バルトロメオじゃないか。良い夜でございます。ウォルフ教授、港様もよくぞお越しくださいました。バルトロメオ。洗礼名ですよ。君が来たということはそろそろ時間かな？はい。皆様、もう間もなく参られます。そうかそうか。それでそちらのご婦人は？今回より新規に参加される方です。港様と同じく。おお、では今日は2名もの新たな仲間を迎え入れられるわけか。輝かしい日だな。あ、ジョアン来たか。よかった。ちょっと話があるんだ。何でございましょう。
堀越中将様。いや、昼におめえと会ったすぐ後にさ、堀越から連絡が来て。さようでございますか。確かに放置するのは危険かもしれません。あては明日から笹川へ行かなきゃなんねえ。それで頼みたいんだが。お任せくださいませ。信頼のおけるものを選び、調査に向かわせましょう。助かるわ。何ほどのことでもありません。集まったようだね。さて、今夜は新しい仲間が2人もいる。まず、我々の紹介から始めたいと思うが、異論はないかな。よろしい。では、我々を語ろう。今ここに集った人間は何もかも不揃いだ。例えば僕は妄想郷のレッテルを貼られたガクト。彼女は生まれながらの異能者、隠れキリシタ。そして大陸経済界の黒幕、新興宗教の大幹部、処刑されたはずの連続殺人犯、その名を知らぬ者はいない銀幕スター、退役軍人、道化師、大地主、多重人格者、財閥のトップ、物理学者、神父、高級娼婦、禅宗の破門僧、株で大儲けした者の使い道がない青年、天才料理人、先生術師。バラバラだ。全くバラバラだ。人種や国籍さえ統一されていない。一体これは何の集団だ。全人類からくじか何かで選ばれて集まっただけか。違うね。我々を結集したのは願いだ。ただ一つの欲求のため我々は集った。それは何だ。神だよ。神？そう、神だ。そんなものがいるならぜひとも見たいね。もう神くらいしか興味はない。神が必要です。罪深き私を完膚なく否定するために。人間を愛するのも憎むのも育てるのも殺すのもなぶるのも何もかも飽きた。人ならぬ者に会いたい。神を見たい。いやー、ギャグとして最高だと思うんだよね。神様は本当にいたんですっての。神なんていねえ。いたら殺す。神様ならきっと私を愛してくれる。神よ、神よ、神よ。どうよお兄さん。世にもくだらねえクズどもばっかだろ。こいつらもう人間じゃ満足できないんだ。神なんてもんにすがらないと人生やってけね。そのためなら何だってする気でいる。何でも。今ここにいる連中には目的の他にもう一個共通項があってね。金と人間を動かせるっていう。こいつらはその力で裏からサポートする。あてとお兄さんがこれからやることを、お姫を神にする計画を。この会はもともと生きるのに飽きた奴らが集まって
手慰めの魔術やら錬金術やらにふけるオカルト結社でしかなかった。でも今は少し違う。いくつかの出来事があった。まず僕が神の実在を推論したこと。けれどこの時は僕自身が論文の成否について自信を書いていた。僕は自分の論文に無双論と題さなくてはならなかった。だがしかしそのウォルフの論文をアテが読んだ。すでに神の存在を感受していたアテが。感受？アテには聞こえるんだ。声が。アテは人として生まれなかったから。人には聞こえない声が聞こえる。地の底でギャーギャー騒いでるやつの声がね。聞いてみるかい？お兄さん、味わってみるかい？足利茶々丸の世界を、これさ！なんという大しさ、恐ろしさ。毎度毎度吐き気がする声だ。おぞましい。熱い。なんて熱いの。ああ、我が神。そうだよ、お兄さん。ただの力だ。神なんて大層なもんじゃねえ。知性なんてあるもんか。こいつは力の塊で、それ以外に何もありゃしない。途方もなく強大で、ただ強大なだけで何もできやしないんだ。何の意味もない。虫けらにも劣る。だからこいつは欲しいんだ。自分に意味を与えるユーザーが。だからずっと四六時中休みなしに吠えたけっていやがる。その迷惑も考えずにね。神を追い求める探求者であった僕、神の声を伝える預言者であった彼女。僕らは巡り合った。彼女と会い、僕は自分の推論に根拠を得た。僕と会って彼女は自分が感覚したものを理解した。今や神の座標は特定されている。大和帝国相模玉縄、不堕落城から地球中心方向へ115キロ。そこに神はいる。そしてそこへ至る道を開く方法もある。金星号、地上の剣、最も親に近き子が今という時代には存在するのだ。条件はここまで整っている。ならば我々は何をすべきだ。諸君、呼べ。神を呼べ。この地上に神を呼び出す。知るために、暴くために、崇めるために、罵るために、笑うために、憎むために、呼べ。神を
新たなる友よ。我々は歓迎する。心より歓迎する。黄金の夜明けを求める同志。ようこそ、クリューネドラヘゲゼルシャフタへ。こんなところかしら。驚いたな。何から驚いたらええのかわからんくらいの心地やね。なあ所長。はい。この姉ちゃんが村正の剣ってのはまあ所長から聞いてたからええとしといて、本当はちっとも良くないけどな。影焼君が銀星号の力で洗脳されて幕府側に寝返ってるやて。されど聞く限り、ちゃちゃ丸殿と六原とは必ずしも同一視できぬようでございますな。そうですね。幕府ではなく堀越公方が銀星号とつながっていて、今は影焼様を取り込んでいると考えるべきでしょう。一体何を企んでんだよ、そいつは。さて、銀星号と連携して何やら大事を起こそうという腹のようですが。単純に幕府内の権力争いに利用しようとか、進駐軍との戦争に役立てようとか、そういう次元の話ではなさそうです。もっと異質な。確かに宿坊のほか3人、遊佐同心、今川来長、大鳥獅子倉とて独自の野心には事欠かないでしょうが、彼らのそれはまず六原という土台によるもので、だからこそ外敵に対しては結束して当たることもできます。しかし足利茶々丸はそこんとこがなんか違う感じやな。はい。すまんな、村正の姉ちゃん。こっちで勝手に盛り上がってて。どちらかというとみんなで盛り下がっていたのですがね。聞いたばっかでこっちから何も話しとらんかったわ。な、こっちはこっちでいろいろとあって、それで同時から堀越御所で妙な男に助けられたって話を聞いてな。名前は港影焼やって言うやないか。もうひっくり返るかと思うたえ。
いないいない言うて探してた影明くんがまさかそんなとこにいるなんてな。慌てて同時にお願いしてもう一度詳しい様子を調べに行ってもろたんよ。そうですか。さて、情報を整理したところで今後の話です。そやな、影明くんを助け出したげんと。いえ、宮殿下、そのようなことは後回しで良いでしょう。後回しって菊池。まあ利用されているということは差し当たって命を奪われる危険はないということでもありますけれど、何にどう利用されるのかにもよりますな。堀越久保の目論みも気がかりですが、幕府全体の動きも忘れてはなりません。今はこちらの方が差し迫っています。幕府が朝廷に働きかけている足利国氏への大勝領宣言、これが成功した時、おそらく大和の情勢は決定的な節目を迎えます。ええ、その時期に合わせて GHQ が軍事行動を企画しているのはほぼ疑いありません。決定力となる新兵器が用意されている模様でございます。六原と進駐軍、我々としてはどちらの勝利も望ましくない。無論両者の戦争が決着せず、いたずらに国土と国民を疲弊させてゆくのも。今は両者を争わせるべきではない。したがって足利四郎への大勝領宣言を妨害しなくてはならぬということか。そうです。京都と連絡を取り合ってなんとかかんとか引き延ばしてもろうてるけどな。いつまで続けられるかはわからんね。長くは持たないでしょう。今のうちに幕閣内への工作を進め、こちらの件はこのまま処理してしまって構わないでしょうか。任せる。
武士の明細はどこだ？これです。材木が発注数に達していないな。はい。一部が縄文の補修に回されたため、その分不足しています。大至急調達させますか？調達はしておくべきだが、無理押しする必要はない。もともとこの発注数は、俺の見るところ、相当多めに見積もられている。確かに。設営する会場の規模を考えても、現時点の数量で十分に賄えるはずだ。今はいい。別件が生じた時に合わせて不足分を追加発注しておけ。ではそのように。なんだ？失礼しました。中佐殿は先日まで民間におられたと聞いていますが、その割に軍務が板についていると不意に思ったもので。モノマネの才能があったらしい。マネ？職業軍人はこれが初めてだが、徴兵されて軍にいたことはある。その一時期、将軍の当番兵を務めて、仕事ぶりをそばで眺めた。なるほど。門前の小僧なんとやらですか。そんなところだ。まだ何か言いたいらしいが。あなたが何者か私は知らない。だが、あなたはチャチャマル様の近くにいる。我々とは違う。あの方を理解できず、恐れるしかできず、猛従するしかできない我々とは。あなたはチャチャマル様に望まれている。あなたが我々にはできないことをしてくれるのなら、どのような形であろうと、チャチャマル様の救いになってくれるのなら、それは喜ばしいことです。申し訳ありません。虐待もないことを口にしました。業務に戻ります。おう。お前は不器用な男か？なぜかあなたにそれを言われるのは許せないような気がします。副官殿！バカ者！場所柄をわきまえんか！は、失礼！いや、いい。どうした？トラブルか？はい、少々。つまり、資材が消えたということか。はっ。なくなったものは金属部品、それと機械部品か？はい。材木や食料品などは無事です。持ち出しやすく、換金しやすいものだけが消えた。そうとも言えます。ただ、金額的には大したものではありません。事件の究明もだが、
不審な者が出入りしていたというようなことは？近辺で作業に当たっていた者は特に見ていないようです。倉庫の管理担当を呼びますか？そうだな。中佐殿。こんなところに泥棒か？変なもん盗んでいきやがったな。いや、こっちは困るけどよ。金目当てなら他にあるんじゃねえのか？泥棒じゃないのかもしれねえ。じゃあなんだい？国氏様を大将領にしたくない連中が式典を邪魔しようとしてるのかも。ありそうな話だな。おいおい、倒幕派の奴らが城内まで入り込んでるってのか？倉庫の管理担当を逮捕しろ。中佐殿、なんと？これは軍内部の犯行だ。消えた物資は闇市場に横流しされている。先刻その報告があった。とぼけた顔をするな。機関も聞いていただろう。そうでありました。不堕落に納品されたはずの資材が裏の市場に流れていると。確かにここの管理担当が横領したのだとすれば事のつじつまは合います。倒幕派の工作員ごときがこの不堕落城に潜入できるとは思えんし、その上盗品を抱えて脱出するなど夢にもありえん。なら答えは一つきりだ。すぐに身柄を拘束させます。厳罰に処さねばなりませんな、中佐殿。当然だ。このような時に軍の結束をかき乱す輩には相応の報いをくれてやらねばならん。仰せの通りであります。直ちに処置を。おい、聞いていたな。横領犯を逮捕するのだ。この倉庫の管理担当だ。いいか、弁明など聞く必要はない。有無を言わさず武装解除し牢に放り込め。尋問は五穀こちらでする。さあ行け。了解。お前たちもだ。作業に戻れ。そうか。事情は分かった。うまく処理したではないか。ありがとうございます。そう？資材が消えて別のところでは横流しの報告があったからって二つを結びつけるのは短絡的すぎない？貴様の口から短絡的などという言葉が出ると何やら曰く言い難い違和感があるな。どうしてよ。横流しの報告とやらはでっち上げであろう。違うかな、港中佐。ご見察の通りであります。どういうこと？中佐、説明してやろう。事件の真相はおそらく反幕府勢力による妨害工作であると思われます。海上設営の必需品を奪取するにより工事を、ひいては式典を遅らせようという意図でしょう。小細工ですが効果はあります。奪われた資材はすでに城内で処分されたと見るのが妥当かと。換金目的の窃盗でないなら危険を冒して外へ持ち出す意味がありませんから。じゃあ何？横領の容疑で逮捕された倉庫の管理担当は完全な冤罪で、あんたは最初からそれを承知で牢屋送りにしたっていうの？はい。ああ、なるほど。そういうことなのね。ようやく理解したか。そうだ。
真相を真相のまま発表してしまうのはたやすい。だが、倒幕派が城内に潜み工作を行っているなどという事実が知られれば、八幡宮事件の余韻も冷めやらぬ今、将兵を決定的に動揺させるきっかけとなりかねん。横領事件ということにしておけばその心配はない。むしろ厳正な処分を下すことで好機の引き締めを図れると。いや、とっさによく考えたものだのう。お主腹芸も達者ではないか。恐れ入ります。まあまあね。あんたみたいな男が茶々丸の下についてるってのもなんだか不思議な気がするけど。まったくだな。詮索はせんが、一体どんな出会いをしたのやろう。して港中佐、この後の処理はどうするつもりかの。逮捕した倉庫管理担当は因果を含めた上で場外の適当な部署へ配転。表向きは処刑と発表しておくのがよろしいでしょう。そして無論工作員の洗い出しも極秘裏にかつ迅速に行うべきです。だのう。そちらはマロが引き受けましょう。資材の補填はすでに業者と連絡をつけてあります。多少の無理は生じますが工期は遅らせずに済むものと。結構、大いに結構だ。港中佐、貴様はどうも俺を失望させないな。過分なお言葉です。いやいや、わしも同じ気持ちよ。これは何か褒美を取らせねばなるまいの。褒美？吉清。はい。ご用でしょうか？この御仁をいたわってやってくれ。中佐殿、入れるのと入れられるのとどっちがいいですか？結構だ。手とか口とか足とかでも。結構だ。港中佐。大鳥中将閣下。報告内容に問題がありましたでしょうか？いや、違う。食事は済ませたか？いえ、まだ。ならば付き合え。閣下はすぐ笹川へお戻りに？ああ、今夜のうちには立つ。ここで手を抜いて京都の公家衆にまたぞろ反抗心をもたげられては何もかも水の泡だ。進駐軍との開戦に向けた準備も整えておかねばならんしな。そのような多忙のところ、召喚などのためにお時間をいただき感謝の言葉もございません。食事の相手に呼んだだけのことだ。気にするな。そもそも俺の方で貴様に用事があったのだしな。は、どのようなご用件でありましょうか？一言で済む。は、単刀直入に言えばな。茶々丸を切らんか？閣下。聞き間違いか、などとつまらん定型句を言うなよ。先回りされては口にもできませんが。ただいまのお言葉は正確なところ、どのような意味でしょうか？
どう解釈されようが構わんのだがな。奴の首を実際にぶった切ってもいいぞ。後の面倒は俺が見てやる。ご冗談を。今日の仕事ぶりを見るに、貴様なら久保職くらい務まりそうだ。ちゃちゃ丸を指意して後釜に座っても、格別問題はなかろうよ。俺も似たようなことをやっている。ちゃちゃ丸にしてからが親を殺して地位を奪ったのだ。貴様が同じことをしたからといって、今さら誰が文句など言うか。閣下、少々おたわむれが過ぎます。そうか。まあいい。なら言葉の意味を変えてやろう。切れと言ったのは、見切れということだ。見切れ？ちゃちゃ丸を捨てて俺の下につけ、皇軍は約束する。連隊をやろう。もちろん、大佐に昇進させた上でな。どうだ。男として世に生まれ落ちたからには、一個連隊率いて戦場を駆け巡ってこそ、本懐というものであろうが。それは、否定いたしかねますが。しかしこの年になれば、嫌でも分際を知るものです。自分に連隊指揮官の重職が務まるとは思えません。過度の謙遜は貴様らしくないぞ。身びいきを省いた自己評価であります。大嘘を抜かせ。でなければ、案外貴様は自分を知らんのだ。つまらんな。港、俺を失望させるつもりか。残念であります。大鳥閣下のご期待に応えかねたのであれば、ただいまのありがたいお話もなかったことにするしかございますまい。この鉄面ピが。それほどちゃちゃ丸がいいのか。姿勢の身から引き上げていただいた恩を感じております。心にもないことを言うな。露骨に歯が浮いているわ。これは深く。いちいち人を食ったやつだ。いまいましい。ちゃちゃ丸。あのアシュラじみた小娘と比べても、俺がそう劣るとは思えんがな。貴様の目で見ると、差があるのか？いえ、そのようなことは決して。ではなぜだ？ちゃちゃ丸にこだわる理由は何だ？そうか。言っていたな。利害の一致がどうのこうのと。何か都合あってちゃちゃ丸の元を離れられんというわけか。解釈はご自由に。その都合とやらを俺が引き受けてやると言ったら。大鳥閣下、自分といたしましては、閣下ほどの方が召喚ごときに核も固執されることこそ不思議でなりません。そのあたりのご本心についてお尋ねしてもよろしいでしょうか。なんだ、話をそらす気か。ま、今日は見逃しておこう。深追いは傭兵の禁則だからな。貴様を誘うのは貴様の才を買っているからだ。が、他にも理由がないことはないな。それは、どのような？貴様の面を見ていると、どうも弟のことを思い出す。妙な話だ。俺は、あいつの顔など、もう覚えていないというのに。弟がおられたのですか？幼い頃に別れたきりだ。
今どこで何をしているのか、生きているのかすらわからん。生きていれば貴様と同じ年頃のはずだ。それだけだ。我ながら気の迷いだな。貴様くらいの年の男などいくらでもいように。だが貴様だけが妙に懐かしい。閣下。くだらん。バカバカしい。これでは妄想狂だな。くだらん。俺も先は長くなさそうだ。バカめ。貴様をそばに置いて、俺は同じ血肉でできた弟と一緒に生き、一緒に戦う。そんな心地を味わいたいらしい。くだらん。くだらんな。俺としたことが。どの軍にいようと同じ六原。閣下と自分とが肩を並べて戦うことに違いはないかと、このような言いざまが許されるのであればですが。口先だな。貴様が戦う理由は六原への忠義などではなかろう。大鳥閣下をもって中心の鏡とするのであれば、なるほど、返す言葉もございません。閣下はまさに六原の正義を体現されるお方ゆえ。ほう、そう見えるか。違いましょうや。違いはせんな。違いはせんが、正義、忠義。しかし、所詮は指針だ。俺がやりたくてやっているに過ぎんからな。そう考えれば、同じか。貴様が脳裏で何を企もうと、なじれた筋合いではないわ。同じ心、同じ私利私欲よ。誰にも一つくらいは無条件で信じられる価値があっていい。いくつもあったら単なるバカか聖人だがな。家族だろ、親友だろ。今の俺にはどちらもないが、国家がある。このヤマトという国だけは信じられる。守り通すため、神命を投げ打てる。貴様にも何かあるのだろう。はい、閣下、あります。ならば俺たちは同類だ。同胞ではないのだとしてもな。くだらん。俺は随分とらしくないことを話していたようだ。くだらん。愚かしいな、我ながら。閣下。時間を取らせたな。俺はもう行く。光る。光る。
村正。何？聞きたいことがある。反町一蔵ってやつを知ってるか？ええ。そいつと、あと所長さんが私に教えてくれた。村正の剣は呪われていて、敵を一人切ると、味方も一人切らないとならなくなる。だから港さんはこれまで、悪党だけじゃなくて、何の罪もない人を幾人も殺してきたんだって。答えろ。それは本当のことか？ええ。本当よ。あなた、剣を持っていたの？嘘だ。あの人がそんなことするわけが。本当なのかよ。港さんはお前を使って本当に子供まで殺したのか？事実よ。でも誤解しないで。御堂が港景明が殺したんじゃない。私が殺したの。彼は私に利用されただけって。なんだよ、続きはどうした？おい、訂正していい？あ？私たちが殺した。私と御堂、二人の意志で。なんだそりゃ。責任逃れのつもりか？いいえ。あなたが村正の罪と責任を問うのなら、私は答える用意がある。ここでやってもいいってんだな。あなたがそう望むのはあなたの自由。何？私は逃げるけど。答えるんじゃねえのかよ。これが答えよ。私はあなたに手向かいしない。でも今死ぬわけにはいかないから逃げるの。勝手言いやがって。てめえは相手の都合なんて考えずに何人も殺してきたんだろう。虫が良すぎるって思わねえのか？思う。だからあなたは私を殺していい。してなしの剣と完全な無者なら勝負は見えてる。けど私はあがくから。成功の見込みがほとんどなくても逃げて生き延びるためにあがく。そうね。私たちに殺された人間が死ぬ前にそうしたようにね。なんで今は死ねない？することがあるから。どんな？港景明の意志を取り戻す。
てめえの言う通りなら、てめえと港さんの二人の意志で重ねた罪だってんなら、片方だけ裁いても仕方ない。綾音一条、主を取り戻してくればいい。その後で決着をつけてやる。これで国氏殿下への大将領宣言は確定。まずはめでたい。あとは勅使を迎えて式典を執り行うだけですわね。その日取りも決まったのだな。いかにも。六原完全復活やね。いや、むしろマーク2。と同時に進駐軍との決戦が始まる。いきなり危うし、ネオ六原。危うくはない。今度はこちらが勝つ。勝たねばなるまいな。GHQ の学術顧問。そうだよ。なんだ、聞いていなかったのか。ちゃちゃ丸、君も気が利かないな。これだからパンツ脱がない少女は。パンツ関係ねえ。あとおめえ学術顧問だってろくに仕事なんかしてねえだろ。で、宣下式典の日取りが決まり、銀星号が目覚めるのはその前日？間違いないのかね？確実。どうしてわかる？アテのスペシャルパワー。人や物の内部構造や状態を感知できます。時間をかけて診断すれば精度はほとんど 100%。 なぜそんな能力が？乙女の秘密。恥ずかしいやつだな、君は。おめえに言われるとなんか本当に恥ずかしいよ。言うんじゃなかった。しかし困ったな。一日ずれているのか。贅沢言うなよ。こんなもん本当ならちょうどよく合うわけないんだから。京都の仲間が頑張ってどうにかこうにかこっちの要求に近づけてくれたんだ。宣下式典とお姫の覚醒、ズレが一日だけで済んだのは上出来だろ。確かにね。まあ一日早いくらいならどうにかなるかな。キャノン中佐は式典の当日ないし翌日の作戦決行を考えているみたいだが、なんとかいい久留米をうまい理由を探してね。頑張れよ。あっさり言ってくれるな君は。キャノン中佐を口先でごまかすのがどのくらい大変だと思ってるんだ。黒ね。むか、怒った。パンツ脱げ。脱がねえよ。港君。脱げ、ちゃちゃ丸。おや、リトルガール、またこんなところをうろうろして、後でじっくりパンツ脱がさねばならんな。脱がせ脱がせ。あて以外ならもう好きにしてくれ。ちょっと待て。爆弾の管理をしっかりしとけよ。なんで勝手にフラフラしてんだ。彼女単独なら全く無害だからね。心配はいらないよ。爆弾？これ。説明するよ。そのつもりもあったから今日ここに来てもらったんだ。こいつは進駐軍の最高機密、フォージドボム。不堕落城を一掃する破壊力を備えた新型爆弾だよ。正しくはその半分だがね。
彼女は神官に近いものだ。火薬にあたる金属は別にある。信じられないお兄さん。俺の脳の消化力を過大評価するな。でもこれが人じゃないのは見てわかるでしょ。半分は人、ユーデアだけど、残り半分は一種の機械なんだ。彼女がプルートニアノアの崩壊現象を導く。そして何もかも破壊する。鍛造ライダン、人類史上最大最強の破壊行使力だよ。それをどうすると？前月式典の前日、GHQ のキャノン中佐率いる奇襲部隊がうだらく上空を襲う。こいつを落とす。式典に備えて結集している六原の軍戦力を一撃で抹殺してヤマトの支配権を握るために。でも本当の目的は、こっちの目的はそんなことじゃない。鍛造ライダンと金星号を出会わせるのだ。破壊と破壊を結びつけるのだよ。何？そんなことをすれば。お兄さん、正直に言うね。こいつは賭けだ。お兄さんが今危惧した通り、お姫が吹っ飛んで終わりって可能性もある。むしろそうなる見込みの方が強いのかもしれない。ちょまる。でも何もしなければ港光は確実に死ぬ。唯一の可能性なんだ。鍛造ライダンと銀星号、極限と極限を掛け合わせて115キロの壁を越える。神への道を切り開く。できるのか？本当にそれはできることなのか？可能性はある。港光が神に至る可能性、我々が神に出会う可能性、可能性はある。僕は挑むよ、チャチャ丸もだ。君はどうする？やめるかね？港光の命を諦めるかね？諦められるわけがあるか？不堕落城へ行くやって。はい。無謀ぞ。我らも幾度となくあの城に患者を放ってはいるが、守備よく忍び込める者は10人のうち2人もおらぬ。しかも今は宣言に備えてか、常にも増して警備が固い。たとえ怨霊の技に秀でた剣であろうと、堀を越える間もなく捕まるのは目に見えている。幕府の内部に協力者がいて手引きをしてくれるなら話は別だが、その用意はまだできていない。今は無理だ、村正。影明君を助けたいのはわかるけどな。わしかて同じ気持ちやし。しゃあけど、
闇雲に突っ走ったらあかんえ。こういう時こそ冷静にならんと。分かっています。でも、時間がない。機会が来るのを待っていたら、取り返しのつかないことになる。そう思うんです。だから、行かないと。お世話になったのに、買っておいてごめんなさい。でも、私は剣だから、主のもとへ行きます。村正待て。宮殿下、よろしいですか。せやな。なんかこれで踏ん切りがついたわ。確かに。村正、行くなら我々と協力しろ。その方が見込みがある。いえ、でも、それは。誤解するな。我々には我々の事情があるのだ。本当のとこ言うと、こっちものんびり待ってるわけにはいかなくてな。一か八かの勝負をやらなあかんとこまで追い込まれてるんよ。妨害工作の快なく、足利国氏への大将領宣言は確定してしまった。すでに式典の日時まで決まっている。宣言式典の実施は六原体制の復活と同義であり、それは進駐軍との決戦開始と同義だ。我々が避けたかった最悪の事態が迫っている。かなえさんが国連方面で今動いてくれてるけど、間に合うかわからん。こっちでも手を打たんとならんかったんよ。無理やりにでも式典を中止ないし延期にできるような手を。そういうわけだ、村正。加えて言えば、それがしには個人的な事情もある。姉が不堕落城に囚われているのだ。幾度も救出を計画したが果たせなかった。今度こそ助け出したい。桜子さんか。そやな。具体的な計画ですが。どうもこうもね。どんだけ作戦こね回したって、無謀なもんは無謀だろう。忍び込めるところまでは忍び込んで、バレたらあとは暴れ回る。式典なんてやりたくてもやれないくらい、荒らし尽くしてやりゃいい。それで勝ちだ。そうだな。そうなんか？まともな作戦計画を立てられるほどの材料がありません。なら考えるだけ時間の無駄でしょう。しかりしかり。それがしは一条殿に賛同いたす。お前さんな、露骨に体育会系やね。では大まかにまとめよう。不堕落へ潜入するのは綾音、黒野瀬殿、村正。潜入後、綾音は城内を破壊。黒野瀬殿は桜子姫を救出。村正は影明を探す。私は退路を用意するために動こう。よろしいか？ああ。うん。ええ。
海上設営は予定通りに済むようだの、港中佐。は、トラブルのため若干の予算超過を生じさせてしまいましたが。その程度は構わん。よくやった。ありがとうございます、閣下。あても鼻が高いっすよ。何もしてないくせに。まあまあ良いではござらんか。堀越中将様。どうしたジョアン？少々お耳を。ご依頼の件のことです。わかったか？はい。とんだおまけもついてきました。では式典の際の分担を決めましょう。部隊配置を詰めるのが先だろう。いや、どっちも後回しだ。ちゃちゃ丸？建長寺を攻めるぞ。なんと毎度の宮を。気でも違ったわけではなさそうだな、ちゃちゃ丸。連中、少数精鋭で不堕落に勝ち込む気だ。宣下式典をやめさせるために。要はテロだな。ほう。そんなバカなこと。いや、ありえん話ではないな。あったまで。毎度の宮の一派にも情勢を見る目くらいあるだろう。さようでござるな。宣下式典の決行は六原と進駐軍の開戦を意味すること、わからぬ道理はない。となれば、あの庶民派の宮様が阻止に動いてくるとしても不思議はござらんの。同心様、でも大将は奴らが来るのを待ち構えてやってもいいが、いや、それではことが大きくなりかねんな。宣下式典を控えてる時期にそりゃ避けたいだろう。しかりできるなら極秘のうちに片付けてしまいとうござる。ことを逆にしちまえ。倒幕勢力が毎度の宮を拉致って利用しようとしてるって情報をつかんだから、警備するって名目で建長寺を囲む。で、不穏分子はひっそりと全員始末。宮様はそのまま監禁だ。悪くない。それがしも依存ござらん。問題は誰を派遣するか。相手が皇族となると慎重な人選がいるな。間違いは許されん。けどのんびり選んでる時間なんてねえぞ。向こうはすぐにも動きそうな気配だ。我らのうち誰かが行くしかござらんな。俺が行こう。反対。俺では不足だとでも言うのか。不足はないけど、もっと向いてるやつがいるから、そいつにやらせとこうぜ。誰だ？こいつ。マロ？お前。なんてよ！っていうか、あんたら全員ちょっと待ちなさいよ！話を進めるのが早すぎるでしょ！それよりまず先に情報の真偽を確かめてから。アホ。貴様の頭には砂糖でも詰まっているのか。なんですって？いやいや、そうだった。ライチョウの言う通り、最初にやらなきゃいけないことがあったよな。ちゃちゃ丸殿、それは一体？チームワーク。なんだそれは。知らねえの？友情団結、そして勝利。勝つための手順ってもんがあるんだよ、世の中には。まずアテラの結束を固めましょう。そんなことはどうでもいいのよ！マロが言ってるのは。確認します。この中に毎度の宮とこっそり繋がってるやつはいないよね。朝廷権威を背景にして幕府の主導権を握れなんて甘い誘惑に乗っちゃったようなバカは。それは確かに確認しておく必要があるな。
でござるのう。先生、当ては絶対に違います。俺もだ。大鳥家先々代当主時春様の名にかけて。それがしもやましいところはござらん。御仏に誓いましょうぞ。うわ、信用受けねえ。まあいいや。で、ライチョウ、おめえは？え？あ、どうした？さっさと答えんか。あらぬ疑いを招いてしまいますぞ、来長殿。もちろんマロもそんなことしていなくってよ。そうだろ、そうだろ。なんせおめえは、今は亡き大将領森氏の息子だもんな。で、次の大将領、四郎国氏の叔父だ。そんな奴が幕府を売るような真似、するわけがねえな。当然ね。いやー、それがし安心いたした。これで我らの結束も完璧でござる。違いない。実に喜ばしいことだ。嬉しいぞ、来長。そう？じゃ、行こうか、県長寺。え？毎度の宮を抑えるんだよ。いや、なんて言わねえだろ。六原にとっての禍根を断つためだ。中遊列将、今川来長君としちゃ、勇み立っていくところだよな。中遊列将。そうね。でも、やっぱりマロは、もう少し慎重に考えて動いた方がいいと思うのよ。相手は帝の弟よ。誤って殺しちゃったりしたら大変なことになるし。大丈夫。あても一緒に行って、その辺気を配っておくからさ。それに、そう、事の真相が露見したら大変よ。大将領宣言が取りやめなんてことにも。なあ。その心配は無用です。今川中将閣下。何よ、ポットでの中佐風情が久保同士の論議に割り込んでいいと思ってるの？意見くらい構うまい。来長、そううるさがるな。身分に差はあれど同じ中心ではないか。港中佐、言ってみろ。は。万一毎度の宮への弾圧が発覚した場合、あるいは手違いで毎度の宮を殺害してしまった場合は、そこまでするに足る正当性があったことを発表すればよろしいかと考えます。正当性とな。毎度の宮春広親王は、大将領、足利森氏公暗殺事件の主犯であります。自分が証人として立ちましょう。どういうことだ？貴様、倒幕派に組みしていたとは聞いたが、毎殿宮の配下だったのか。それで毎殿宮の下で企まれた足利森氏暗殺にも関与したと。自分が一時期毎殿宮に服属していたのは事実です。しかし暗殺計画は存在しませんでした。なかった？はい。ですが、あったことにします。自分が鎌倉警察署の署長を通じて毎殿宮と繋がっていたことについては、物証も用意でき、誰もを納得させられます。その自分が暗殺計画を証言するのです。毎殿宮一派が何を言おうと、人々は苦しい弁明としか受け止めないでしょう。そうか。よし、いいぞ。悪くない。それはいい保険だ。だね。聞いたよな、ライチョウ。もう心配は何にもいらねえぞ。何を慌てる？慌ててなんか。あんた、さっきから人をバカにして、笑いたくても笑えない体にするわよ。お？笑ってはいかんのか。せっかく。
人が笑い事で済ませてやろうとしているものをな。なんだ、いらぬ気遣いか。そうか、俺はもう笑わなくていいのか。なら奸賊はまとめて片付けてしまうか。それこそ禍根を断つというものだ。あてはまあ構わないけどね。さーて、それがしも反対するほどの理由はないかのう。同心様。雷鳥殿次第でござるよ。この同心坊はいつでも雷鳥殿のお考えを尊重いたしますぞ。県庁寺へ行きましょう。オーケーオーケー、そう言ってくれると思ってたぜライチョウ。さあ楽しいハイキングだ。よろしくお願いいたす。ライチョウの保護者をしっかりな、ちゃちゃ丸。はーい。何か必要なものはあるか？可能な限り用意するが。私は平気。私もいい。正義の魂は遠の昔に完全装備。他に何がいるというのだ。それがしも手持ちの武装で十分。仲間を呼び集める暇がなかったのは心残りだが、潜入という点を考えればそれも一長一短でしょう。うん。3人とも目的は別だが、いずれも毎度の宮殿下が望んでおられることには変わりない。宮殿下はよろしく頼むと言っておられた。もったいなきお言葉。頼まれなくてもやるさ。正義は命令されてするものにあらず。しかし賛同するのは当然のこと。私からも言おう。村正。息子を頼む。はい。時が惜しい。さあ、そろそろ参るとしよう。ああ。どこへだ？月見の宴を張るにはいい夜だけど、わざわざ不堕落まで来なくてもいいだろう。ここでやろうぜ。堀越久保。宮様はどこだい？中か？中将、いかなる存念か。この県庁寺を毎度の宮殿下の御座所として軍兵で囲むなど許されぬ狼藉。即刻撤収していただきたい。言えた義理かよ、鎌倉社長。おめえこそなんでここにいるんだって話だ。もうバレてんだから無理すんな。ライチョウが吐いたんだよ。毎度の宮と組んで幕府を乗っ取るつもりだったって。あれ？違ったっけ？ここに兵を出した理由は表向き、毎度の宮が倒幕派に狙われているから警護するということであったかと。ああ、そうそう、ごめんなライチョウ、うっかり間違えちった。つうわけだから社長、宮様のことは何も心配しなくていいぞ。果ては宮様を守りに来たんだ。
おめえら倒幕派の手からな。寺の周囲を封鎖しろ。犬猫一匹外に出すなよ。あてらはこいつら片付けっか。やるよな隊長。分かってるわよ。唇噛んで顔白くして指先がなんか震えてて呼吸はやたらと不安定。見るからに絶好調だな。やかましいわなんてやらせると思うかラマサ。ちゃちゃまる。おめえお兄さんに近づけてたまるか。あてが相手してやるよ。結構よ、どいて。やだ。後で役に立つ可能性もあるかと思って生かしといてやれば、いらねえ面倒かけてくれやがって。おめえ今日は絶対潰すからな。ライチョウ、おめえはそこの剣連れてる娘さんをよろしく。あと警察署長が動いたらそっちもついでに頼むわ。お兄さんはその黒いのお願い。よかろう。一条殿、気をつけられ。4月はお弓久保今川来庁。図体のでかい釜野郎だろ。話が早くなった。宿坊の一人が倒されたらパーティーなんてやってる場合じゃねえよな。それはお前がマロを倒すという意味なのかしら。てめえの解釈なんざ知るか。喧嘩売られてるって思うなら思えばいいし、九九を暗唱してるように聞こえるってんならそう思ってりゃいい。私のやることは変わらねえ。行くぞ政宗。おうよ。世に鬼あれば鬼を断つ。世に悪あれば悪を断つ。剣の断り、ここにあり。念仏でも聖書でもコーランでも好きなの唱えな、ケバクボ。今のマロはね、お前のような小生意気な小娘が他の何よりも憎たらしくて仕方ないのよ。間の悪さを呪いなさいな。膝丸。奇妙将来八幡大菩薩。我三剣とまかりなる。一条殿、人の身を案じている場合でもあるまい。飛燕殿、黒の瀬だったか。このような局面でまた会うとはあいにくだが、今度はどこへも逃がしてやれん。港景明、恩義ある者に刃を向けたくはないが、怪しげな術に心を奪われているとあっては致し方ない。我が剣で聖堂に立ち戻らせてくれよ。参る。なるほど。
状況判断を誤ったな。無手の組打ちって条件なら当てと互角以上にやれるやつなんて六原全軍探しても片手の指より多くはいねえ。おめえが相手じゃ役不足だ。正直あくびが出そうです。ああかがつぶれちまいな。しぶてえダサくのくせに耐久力だけはありやがるな。返しなさい。あ？私の主を返して。嫌だね。手放してたまるか。ようやく出会えた主だ。当てを道具にして使ってくれる男だ。半端に人でいることが普通の当てには絶対に必要なんだよ。そんなの知らない。ああ、知らねえだろ。人の精神ってやつにとって24時間1秒の休みもなく地の底のあの野郎の絶叫を聞かされ続けることがどれほどの重圧か知らねえさ誰も。だから登場しろなんて言わねえよ。当ては勝手に力ずくで奪われたもんを奪い返すだけだ。偉そうなこと言っといて手も出せねえのか。てめえらは結局そうだ。クソったれな権力で他人をこき使うだけが芸だ。自分一人じゃ何もできやしねえ。くだらねえよ。死ねえ政宗。七つのからくりが一おぼろ小試験。何？無傷だと？お前の言い草ではないけれど本当にくだらないわね。もういいわ。知りなさい虫けらー。驚いたな少々。
どこを見ている？まだ抵抗するつもりか。おとなしくしていた方が楽に死ねるだけ得だと思うが。寝言、どこのふぬけが戦いを投げるか。背後には毎度の宮殿下がおられるというのに、この程度の傷で。戦いたいなら相手をしよう。だがその傷では結果は見えているな。どうした？なぜ出し惜しむ？そんな場合ではなかろう。迷っていては命を取り落とすぞ。貴公、気づいて。戦うなら隠し玉を出せ。でなくばこちらも相手のしがいがない。正気か？生死の際で物惜しみをする男よりは正常な頭をしているつもりだ。これは亡き父の形見。いつか岡部の旗を再び掲げ、堂々と倒幕の兵を挙げる時までは決して使うまいと誓っていたが、やむなし。やはり剣か。貴公には恩がある。殺しはせんが、腕一本は諦めてもらおう。何余裕かましてんだおめえ。よそ見捨てられる状況かって。どけよ！お断りね。さっき立場が逆だった時、あなたも私の邪魔をしたでしょ？つうか、お兄さんが殺されたらてめえだって困るだろうが！黒の瀬同時に命まで取る気はない。怪我は負うにしても。後で私が治してあげればいいことだもの。影明との決着がついたら、黒の瀬同時に次はあなたの相手をしてもらう。その間に、私は影明の精神を元通りにして、傷も治す。罪よ、ちゃちゃ丸！ざけんな！
村正よ、命じておく。波の使用は真の名をもって禁ずる。いかなる理由があろうとも、この禁を破りし時は、そなたはもはや真の真ではない。朝敵、逆賊である。バカな。ありえぬ。今の、まさか、江ノ島の、あの時の？何よ、あの化け物。ちゃちゃまる！あんた何を連れてきたのよ！ちゃちゃまる、ぼんやりしているな。村正の相手をするなら真面目にやれ。なんだその目は。今さら何を怯える。何を驚く。俺は港光の死だぞ。そうだね。所長。二度目だな。お前の、その剣。ああ、そうか。あなたを一度見ていたな。あの時。
あの時お前を壊したのは私だ。その過ちは今さらどうしようもないが、今度は壊れゆくままにしておきたくはない。村正の精神干渉を受けろ、影明。元に戻れ。元に。それがどういう意味なのか分かっていて言っているのか、所長。菊池秋高！影明。誰が光を愛するのだ！俺があいつを捨ててしまったら、もうスバル様はいない。そしてあなたは、とうの昔に光を捨てている。ああ、それが悪いとは言わない。あなたに光への愛情を期待するのは無理な相談というものだろう。責めはしない。見捨ててどこへでも去ればいい。だが俺の邪魔をするな！俺は光を捨てない。俺だけは光を愛する。妨げる者は許さん。誰であっても。影明、それは愛情ではない。呪いだ。お前は自分で自分を呪っている。黙れ！カッカー！お弓中将閣下、堀越中将閣下。でっかい声で呼ばなくてもここにいるって。ちょっと落ち着け。深呼吸しろ。何かあったの？至急不堕落へお戻りください。進駐軍が、横須賀艦隊が相模湾の警戒線を突破してきました。は？なにー！どういうことだ、キャノン中佐。フォージドボムの本体はこの国に届いたのだな。ねえ、ウィロー少将、到着したのは間違いありません。ならどうして我々の手に渡らない？拒否されているからです。誰に？輸送艦の艦長に。許可があるまで引き渡しはしかねると。運んできておいて今さら引き渡しの許可だと？それは何の冗談だ？はるばる来てやったのだからチップをくれなどという話ではないのだろうね。当然そんな話なら良かったのですが、教授、向こうにはまともに対話する様子もありません。連盟本部の許可を待ての一点張りで。鍛造雷弾の使用はすでに決まったことだ。なのに今さら許可云々と言い出すのなら、輸送中に何か横やりが入ったとしか考えられないね。そうなります。連盟本部の人権派が急に発言力を増しでもしたのか、それともロシア投下を望む連中の突き上げか、あるいはバレたのか。
我々の真意が、我々は大和進駐軍は大和の征服支配を完了するが、その成果をエンプレス・オブ・ブリテンに差し上げるつもりはないと連盟本部に知られた。考えたくもない可能性だがね。本当に考えたくありませんな。現時点では憶測ですよ。分かっている。対応を考えましょう。今は待つしかあるまい。ジュネーブの同志が連絡をくれるはずだ。何が起きたのかを確認してから。それでは遅いのではないかな。ウォルフ教授、我々は鍛造雷弾投下の意義について本部に幾度も説明し納得させてきた。そのはずだ。間もなく訪れる絶好の機会に投下すれば、まさしく一朝にして一国を得られると。なのにこの後に及んでストップがかかるというのは、どう考えても尋常な事態ではない。よほどの異変が連盟本部で起きていると判断するべきだ。鍛造雷弾の運用にとどまる問題ではなく、対大和政策そのものが連盟本部で根本から見直されているのかもしれない。六原幕府の存立を許容し、あるいは別の新政府を立てさせて大和の主権を承認する方向に。まさか我々に相談もなく。反対するのが分かっている相手にいちいち意見を聞くかい、ウィロー少将。いや、君ならそうするかもしれないが、本部の連中にそこまでの実直さを期待するかね。何もせず待っていれば、訪れるのは情報ではなく連盟本部からの一方的な通達だよ。一切の武力行使を禁ずるという。キャノン、必ずそうなると決まったわけではありません。ただ可能性はあります。その可能性が当たってしまった場合、もう我々には何もできないな。10年か20年か、それとも半世紀か。次の機会を待たねばならなくなる。ウォルフ教授、少々閣下の不安を煽るのはやめていただきたいのですが。失礼だが、これは忠告なのだよ。キャノン中佐、君が述べた通り全てが、入念に準備した計画の全てがぶち壊しになってしまう危険は現実的に存在するのだ。しかも決して低くはない可能性だ。いや、むしろ高い。僕はこの時点で鍛造雷弾の使用が差し止められたという事実に非常な危険を感じ取らずにはいられないよ。かけるかね、同志よ。我々は運命と戦おうとしていた。しかし戦うのはもうやめて、かけることにするのかな。今状況の変化をぼんやり待つというのはそういうことだよ。教授、つまりどうしろと。戦いを始めよう。六原を攻撃するのだ。教授、我々には独断で開戦する権限がありません。そこは有事法制に従おう。六原軍から攻撃を受けたので応戦を開始するということにしておけばいい。偽装工作ですか。それも時間が必要ですよ。面倒なことはしなくていい。誰に対して偽装するのだ。連盟本部から派遣されてくる調査団か。君たちは大和占領を成し遂げた後でそんなものを受け入れてやるつもりかね。即座に次の行動を起こすのではなかったか。ネオブリテンの同胞とともに。電撃作戦で六原を殲滅するまでの間だけごまかせればいいのだ。口先で十分だよ。
しかしフォージドボムは今通常戦力があるだろう。ライダン抜きでも GHQ の保有する軍事力は6原を上回る。そうですがキャノン。確かにフォージドボム投下に失敗した場合のためのサブプランは用意されています。そちらの最終訓練を明日行う予定でした。ならちょうどいいな。訓練ではなく本番にしてしまおう。それは相当の無理が生じます。結果としてこちらの損害が大きく、いえ勝てない可能性すらあります。負けるとまでは言わずとも、こちらが起とする敵軍主力の早期撃滅を果たせない恐れがあります。苦戦すると？ええ、そうだな。好都合ではないか。何ですと？戦況が不利になったらそれを口実に鍛造雷弾の使用許可を求めればよいのだ。連盟本部も大規模な増援を派遣するよりお手軽な方を望むだろう。教授、少し無謀が過ぎませんか？いやそう決めつけたものでもないぞキャノン中佐。閣下、我々の独断で開始するにせよ、一度先端が開かれてしまえばそれは連盟、国際東和共栄連盟の戦争になる。世界の守護者たる女王陛下の名を背負った聖戦になるのだ。敗北は許されない。不利な情勢での講和などもありえない。我々のやり方に対して疑念があってもだ。とにかくまずは勝ってから連盟の高官どもならそう考える。その通りだともウィロー少将。それに問題は対面のことだけではない。対ロシア政策の面から見ても連盟が敗北して大和から叩き出されるような結末は絶対に受け入れられないはずだ。違うかね？はい教授、間違いありません。そう、とにかく戦争を始めてしまえば連盟としては勝つしかなくなる。必要に応じてフォージドボムも使える。我々が六原に敗れることはない。我々の独走は戦後の追及を免れないが、これも教授の言われる通り、そんなことを恐れる必要はない。我々が女王陛下に対して忠実な騎士として振る舞うのは大和征服を終えるその瞬間までのことに過ぎないのだからな。何も問題はなさそうじゃないか。はい、どうだキャノン。進駐軍の指揮権については、最高司令官はここにいる3人の誰でもなく、現在休暇中の元帥殿ですが、ことが済むまでそのまま休暇を楽しんでいてもらおう。機関手段をこちらで用意しなければ関東に戻りたくても戻ってこられまい。1週間やそこらは時間を稼げますね。その間は私が事実上の最高司令官代行。各軍団長は私より階級こそ上ですが問題なく動かせます。あとは行動開始のタイミングだな。最終訓練用の準備ができているとはいえ、さすがに明日の決行は無理があるか。1日遅らせて準備を徹底した方がいいか。いや、やるならすぐです、閣下。キャノン？戦役式典のために六原の戦力の大部分が二楽へ集結するのを待ち、フォージドボムで一掃するのが本来のプランでした。が当面ボムを使えないなら、むしろ戦力が集中しないうちに叩くべきです。大弓、古賀、笹川、堀越の宿防府、そして不堕落城等を分断し確固に撃破する。プラン C3 だな。はい。補給物資は？初動を支えるだけの量はすでに各部隊が保有しています。その後は横浜横須賀との補給ラインを作戦通りに構築できれば。よし、そのプランでいこう。
構わないなキャノン。見ろ少々、やりましょう。戦いを始めよう。我々の勝利のために。はい、ウォルフ教授。我々の勝利のために。我々か。同じ意味ならいいんだがね。眠いっての。くっそ。当直だって知ってたら昨日貫徹で撃ったりしなかったのに。坂口が急に休むから。くっそ。眠。こういう時はどうするんだっけ。上がれ銀翼国民の熱声今や天をつく。続きなんだっけ。ダメだ。離陸颯爽鮮やかにかける我らが愛国旗。注意殿、申し訳ありません。謝らなくていい。寝る前だったからな。俺があと3秒ほど遅れてきていたらわからなかったが。お前は陸軍上がりか。ずっと海軍であります。兄が陸軍でしたので。そうか、うちと同じか。注意殿も。ああ、弟がな。ま、今は皆まとめて六原だが。懐かしい歌を聴いたせいで昔を思い出した。いや、昔といってもまだ6年か。大戦が終わって六原幕府が天下の主となってからまだ。居眠りはやはりやめておけ。時代がそろそろ動くようだ。平穏はまた終わるらしい。この海も。それはつまり進駐軍と。少し飛んでくる。何か不審が？いや、ただ妙に背筋が寒くてな。金丹に何か反応はあるか？いえ、何も。そうか。なら多分自分の言葉に自分が煽られたのだろう。我ながら情けない。すぐに戻る。注意殿、お気をつけて。注意殿。そんな、どうして急に。進駐軍のドラクーン。嘘だろ。金丹には何の反応もなかったぞ。なんで。 Have a good dream. Area to area. Mission complete. Area to area. Mission complete.
以上がウォルフ教授からの連絡です。そういうわけかよ。くそ、面倒なことになった。どこの誰様が余計な邪魔入れやがったんだ。鍛造雷弾が使えないとなると、アテラの目論見はぶっ潰れるね。六原は困らないし、進駐軍だってまともな勝負で勝てるならあえて雷弾を使わなくてもいいだろうけど、アテラは困るね。あれが鍵ですから、夜明けを導くための。ならばどうする？ウォルフのお膳立てに従うしかないよ。交戦する。連盟本部が鍛造雷弾の使用を決断する状況を作り上げる。進駐軍の攻勢をしのぎきり、膠着状態に持ち込むということですね。今日は11月30日か。お姫が目覚めるのは12月4日だ。あと4日ですか。ちょうど良いといえばちょうど良い長さ。それだけの時間をかけても不堕落を落とせないとなれば、決戦力の投入を決意させるには十分でしょう。だな。そこんところのタイミングをうまく合わすのはウォルフの仕事だ。アテラは4日間不堕落を守りきる。ええ。できるか、それが。やるしかないよ。やるしかないさ、お兄さん。そうだな。やるしかない。シシクはどうした？もう合図へ飛んだわ。笹川からの援軍がどれだけ早く不堕落へ着くか、そこが勝敗の分かれ目となるゆえ。そっか。しかしやられ申したな。国氏殿下への大勝領宣言によって六原が再起を果たした時こそ、進駐軍は戦う意味と勝つ意味とを得るのだと思い決めておった。よもやその前に仕掛けてこようとは。ええ、綺麗に裏をかいてくれたわ、奴ら。確かに軍事的には兵力が分散しているうちに叩く方が有利。しかし我らを対等の相手などと思っておらぬ奴らのこと、必ずや政治的都合の方を優先すると踏んでおったのだが、何か裏事情があるのかもしれませんわね。それを今勘ぐったって仕方ねえだろ。事情はともかく敵さんはもうそこまで来てるんだ。先月式典に参列したくて来たようには見えねえし、だったら丁重にお帰り願うしかねえ。方法を考えようぜ。奴らに相模湾で寒中水泳大会始めてもらうためのさ。でござるな。同心様、敵の動きは？進駐軍横須賀艦隊と思われる艦軍は相模湾内防戦を突破後、小坪軍港を吸収。小坪に駐留する我が方の主力艦隊に損害を与え、小坪側が反撃態勢を整えると、それを見計らっていたように撤収。現在は飯島崎と大崎の間に封鎖線を張り、小坪の残存艦隊を港に押し込めており申す。押し込めてるだけ？さよう。はあ？何がしたいんだあいつら。小坪の艦隊が動けなくなったらそりゃ痛いけど、向こうが封鎖以外何もしないんだったら艦隊を動かす必要がそもそもねえぞ。無論多方面での行動を妨害させぬために封じておるのでござろうが。まさかあいつらの狙いは鎌倉ではないというの？他の都市を襲うつもり？アホな。鎌倉を占領し不堕落を落とし、六原を壊滅に追い込む。 GHQ がついに動いたからには他の目的は考えられぬ。
しかしならどうしてさっさと骨母港を叩き潰して上陸してこねえのかって話だな。骨母攻撃は陽動か？本体は横浜基地から陸路朝比奈峠を越えて攻め寄せてくる。もちろんそちらからも来るでしょうけれど、そのルートは大兵力を素早く展開するには不都合です。本命は別かと。でござるな。となるとここかの。湘南海岸。おいおいおい、そんなとこから一体どうやって大軍を上陸させるっつうのさ、ばっかでと言いたいのは山々ですが、なんかそんな時にお役立ちの兵器がありましたね。いかにも揚陸艦大英連邦では先の大戦の頃より使われており申す。あまり有効ではなかったと聞いていますが。失敗を糧に改良したのではござらんかな。かの侵略国家にとっては大いに研究する価値のある兵器でござれば、防御設備の整った港への攻撃は多大な犠牲を覚悟せねばならぬ。しかし手薄な海岸から上陸できれば損害はずっと少なくなる。実際手薄だよな。材木座、由比ヶ浜、七里ヶ浜、ガラ空きってほどじゃねえけど完璧とはとても言えん。大規模な上陸作戦に対する防備は全く不十分ね。 GHQ もそれくらいは知っているでしょう。ってことは来るな。ええ。海岸に増援を出すか？無益でござる。奇襲された今すぐ動かせる十分な規模の兵力というのがそもそもござらぬし、仮に兵力を海岸線へ展開するのに成功したとしても、我らには大規模上陸作戦に対する迎撃のノウハウが不足しており申す。砂浜で孫ついてる間に潰されるってか。そこまで悲観的にならなくてもいいと思うけどな。向こうは間違いなく十分な訓練をこなしてきているわ。失敗の数で勝敗が決まるとしたらこちらの分が悪いわよ。そりゃ違いない。湾岸防衛は諦めるしかござらん。ご無礼、骨母港の封鎖を破る方法は検討しないのですか？動かせる艦隊があればそうするんだけどね。ないのですか？艦隊ならあるさ。近場では江ノ島の高速艦隊とか。ならそれを。ちょっと前にわけわからんアクシデントで壊滅しちゃっててね。江ノ島の艦隊復旧がまだ済んでないんだわ。だもんで救援に行かせるのは無理なの。そうですか。他にも艦隊はあるけどね。横浜、横須賀艦隊に対抗できそうな規模となると、房総半島南部の中流艦隊が筆頭かな。そちらは？動かすのはとても簡単。でもそれを動かして消耗させてしまったら太平洋方面がまるきり無防備になるでしょう。つうこと。基本方針はこの不堕落で敵を迎え撃つということでよろしゅうござるかな？はい。消去法の選択だけどな。では我が方の戦力配置を確認いたそう。まず
子飼いの指令は宣告出しており申す。とはいえまず無駄でござろうの。マロのお弓にも伝えていますけれど、期待はできませんわね。小賀とお弓は位置が悪いからな。GHQ の参謀にまともな頭があれば手は打ってる。お弓なんて今頃はもう骨母校と似たようなことになってんじゃねえの？まあそうでしょうね。残るは堀越と笹川でござるが、当てのとこにもあんま期待すんな。万単位の兵力をすぐさま鎌倉までよこせるような環境じゃねえんだよ今。普通に考えてあっちに東海道を塞がれる方が早い。なんかやたらと岡部の反乱がたたるわね。そればっかが理由じゃないけどな。となるとやはり頼みになるのはシシクだけってことだ。そうね。シシクが合図にたどり着いて、それから軍をまとめてこっちへ引っ返してくるのに何日かかるかだ。どう考えても3日じゃ無理だよな。それに古学暴府がいつまで健在でいるか。天台山監視塔より防空本部。未確認飛行物体接近。退去勧告には反応なし。適切な対処をコン。波状から物体は飛行艦と推定される。防空本部対処をコン。隊長、右の方向です。あれか。ラリーキープ。これが世界最大の飛行艦か。 GHQ め本気だな。本気で六原を潰しに来やがった。どうしますか隊長。敵はあれだけが。はっ、一隻のみです。付近に他の反応はありません。もっともあいつの腹に竜騎兵の群れが詰まっていないとは思えませんが、まともに戦うのは無謀だな。しかしあんなものを不堕落城に近づけるわけにはいかん。一撃離脱の繰り返しで足を止めるぞ。増援が来るまで何としても粘れ。了解。こいつらどこから。こいつクソあれか。ステルスドラゴン。全方面予定の配置を完了しました。現時点での損害はゼロです。よし、夜明けとともに攻撃開始だ。市街地を巻き込まないよう前線の将兵に注意を徹底しておけ。我々が悪者になっては何の意味もないからな。分かっています。お弓雲軍、現在内湾を制圧した進駐軍艦隊により砲撃を受けている。出撃は不可能。こちら古賀久保府、進駐軍は東方の防空網を突破。久保府上空へ侵入し爆撃を開始している。現在航空優勢は敵軍にあり、敵は空爆によって久保府の防衛能力を剥奪した後、接近中の陸上戦力をもって攻撃を行う模様である。東方不堕落へ支援の兵を派遣しうる状況にあらず。バンカー砲台ほぼ沈黙しました。水際障害物も所要範囲の駆逐は完了。よろしい。エルスティを出せ。
ドラガンは降下させろ。残存ポイントの制圧だ。はっ、上陸を開始する。金沢街道朝日峠関門、現在進駐軍による攻撃を受けている。至急来援を請う。至急。おお、派手にやりやがる。屈辱ね。こんなにもあっさりと不堕落の空を抑えられるなんて。新兵器の特性を生かした奇襲で防空網を突破してきたみたいだからな、連中。どうしようもねえわ。ステルスドラコか。存在は無論知っておったが、これだけのまとまった数を進駐軍が用意していたというのはちと予想外でしたの。ええ。それにしてもこちらの竜騎兵は不甲斐ないったらないわね。いつまであんなものを頭の上に居座らせておく気なのよ。仕方ねえだろ。最初から上を取られてる状況での勝負じゃどうしたってこっちが不利だ。おまけにあのステルスドラコ、いるのが分かっててもうっかりしてると見逃しちまうくらいレーダーへの反応が悪いらしいかな。それにしたってああじれったい。マロが出るわ。ってさ、どうする同心坊。さようでござるな。こちらもようやく体制が整ったところ、我らが先頭に立ち兵を動かすといたそう。よろしゅうござるか。はいよ。もちろんです。敵は七里ヶ浜及び由比ヶ浜を強襲。空爆と艦砲射撃によって砲台を沈黙させた後、揚陸艦を押し立てて上陸を実行した模様でござる。短時間の戦闘でこちらの湾岸防衛は壊滅。七里ヶ浜より上陸せし軍集団は藤沢街道を北上。由比ヶ浜より上陸の部隊は若宮大路を抜け、鎌倉街道へ出て不堕落を目指すようでござる。若宮大路を抜けてくるのか。鎌倉の市街地中央突破じゃねえか。奴ら市民に憎まれても大和をぶんどるってとこまで開き直ったのかよ。いやいや、さにあらず。進駐軍はまず竜騎兵を先行させて若宮大路を確保。その間に本隊を進め、一気に大路を埋めてしまった様子。となれば兵や装甲車でぎっしりの王子に好んで近づく市民もおらず、結果的に市民の被害は出ており申さぬ。先行した竜騎兵による市民への外出自粛の呼びかけと通行止めの措置も功を奏したのでござろう。ムカつくくらい手際のいいやっちゃな。2つの軍集団は間もなく不堕落外縁に来襲。そしてこれとは別にもう一つの軍集団が先国朝比奈峠を突破。金沢街道より鎌倉を襲うつもりらしゅうござる。こいつは後詰めだな。鎌倉の占領と補給線の確保のための軍だろ。そうね。とりあえずこれは考えなくていいわ。問題はすぐに来る2つ。大船口と藤沢口か。さていかがいたそうか。同心様は本丸におとどまりください。不堕落上州を指揮して防空をお願いします。マロはお弓領州を率いて大船方面へ向かいましょう。なら当てと堀越領州は藤沢口か。古賀と笹川の領州は予備。ええ、同心様いかんな。よろしゅうござる。お二方お頼みいたしますぞ。難儀な役目でござるが。お任せください。お父様の築かれた城を異敵の手に渡したりするものですか。何よ。いや、なんかライチョウさん生き生きしてきたなと思って。おめえやっぱりこっちのが向いてんじゃねえの。政治だの陰謀だのより
単純明快な分かりやすい戦争の方がさ。そうね。そうかもしれないわ。よしよし。あても張り切るとしよっかね。方針はこんな感じでいいのか？シシクが戻るまで城を支える。で、援軍が来たら反攻。工場軍を蹴散らして横浜を撃つ。いいんじゃない？そうしてしまえばこちらの勝ちよ。でござるの。その方針でよろしかろうと存ずる。あ、ま、そこまでやる必要はないんだけど。相手が相手だ。そこまでやる気で戦ってやっとまともな勝負になるかどうかってとこだと思うよ。そうだな。鎌倉市民の皆様、我々進駐軍は皆様に危害を加える意図は一切ありません。我々はあなた方を解放します。六原幕府は国際東和共栄連盟の承認を受けた正当な政府ではありません。軍事力を背景にあなた方を支配し苦しめている不当な収奪集団です。我々大和進駐軍は六原を排除し、あなた方の正当な権利を回復します。市民の皆様、巡回中の兵士の指示に従ってください。外出を控え、自宅、勤務地、最寄りの店舗等で待機してください。外出されますと戦闘に巻き込まれる恐れがあります。外出は控えてください。市民の皆様のご協力をいただければ、進駐軍は鎌倉市の安全を間違いなく確保いたします。六原との戦闘は不堕落城の周辺のみでごく短期間のうちに終結するでしょう。皆様、しばらくのご辛抱をお願いします。市民の皆様、ご協力をお願いします。食料等、生活必需品が不足している場合は巡回の兵士にお申し付けください。必要分を配給いたします。あれは海岸から上がってきた軍集団とは別ですね。横浜から陸路で直接来た連中かな。おそらく。数は少ないようやけど、装備も軽そうな感じやね。市民の動揺を鎮めるための戦武班だけ先によこしたのでしょう。後から本隊が来るのでは。鎌倉は占領されるか。大した手際ですよ。よほどに綿密な計画を立て、どこかで訓練も積んでいたに違いありません。市民との衝突は巧妙に避けられているようです。そうか。まあそれは何よりや。けどえらいことになったね。まったくです。おかげで救われもしましたが。喜んでもいられんな。はい。書の方はええんか。先ほど使いをやりました。進駐軍の指示に従うよう、何か厄介な協力を求められた場合は、私の不在を盾にしてうまく返事を引き延ばせとも言ってあります。そらええな。菊池。はい。始まってもうたね。ええ、残念ながら。海戦だけは避けたかったんやけど、今はもう仕方ありません。状況は状況として受け入れましょう。その上で最善を尽くすのみです。そやな。昔戦場でもそうしとったもんな。はい。連中わしんとこにも来るかな。来るでしょう。向こうの要望を予測し、対応を考えておかなくてはなりません。ところで黒瀬童子と一条さんはどうしてる？奥で治療を受けています。二人とも武者ですから、そう時間はかけず回復するでしょう。そうか。
奈良へ。で、村正の姉ちゃんか。井戸はこれは小袋矢川ね。折越領衆はいい働きをするな。そう見える？実戦から6年以上離れていた軍とは思えん。ああ、それは当たり前かな。対戦終わってから6年暇してた奴らばっかじゃないしね。そうか。反乱が幾度もあったのだから鎮圧の経験もあって当然か。それもだけど、どっちかってとその逆。先代の堀越久保に歯向かって投獄されたり放逐されたりしてた連中がいかんクラスには多いんだ。あてが先代ぶっ殺した後で借り集めたから。連中にしてみれば大軍相手の絶望的戦闘なんて今が初めてじゃないってわけ。なるほど。ただよくやってはいるが、上の様子がまずい。このままではいずれこちらの航空戦力が壊滅する。全くその通りなんだけどさ。現状打開策がないのよね。全くか。あれがいる限りどうにもならんわ。
あれが基地の役目を果たすから、敵さんの竜騎兵は高度優勢を確保したまんま何度でも攻めてこられる。こっちはいくら撃退してもキリがない。戦力を集中して城攻めをやろうとすれば、あのステルスドラコが出てきて引っかき回すしな。本当に手詰まりだな。手詰まりっす。立ち上がりの遅れはほんと致命的ですよ、現代戦だと。航空戦のキルレシオは1対4くらいか。もっとひどいかも。打開策とは言い難いが、こちらの竜騎兵を全て下ろしてはどうだ。分の悪い勝負をやめて航空戦力を保全する。そら一つの選択だけど、それやるとここの防衛線を維持できなくなるよ。空のデカブツが竜騎兵母艦としてだけではなく、爆撃艦としても働き始めると。こっちが竜騎兵を下げたらやらない理由がないっしょ。もっともだが、今回に限って言えば理由はある。どんな？忘れたか。奴らの目的は何だ。戦力で勝るにもかかわらず、さっさと開戦せず6年もの時間を費やしたのはなぜだ。けね、頭が戦争バカになってたよ。そうだ。奴らを戦争に勝った後のことを考えている。市民を敵に回さず、彼らの指示のもと統治するためにはどうすればいいのかをだ。不堕落の中心部ならともかく、外縁部への爆撃は被害が周辺地域にも及ぶ危険性が高いな。味方の軍は下げりゃいいだけの話だが、土地をどかすわけにはいかねえ。で、この藤沢口は不堕落の外縁でも比較的市街地に近い。住民はすでに避難させているだろうが、逃げ遅れもいるだろうし、まだ避難していない地区まで飛び火することもあろうし、たとえ無人でも市街地を破壊するのは心象が悪い。戦後の統治に支障をきたすとなればやらねえわな。少なくともてめえらが圧倒的に有利で、そこまでせんでも勝てるって思ってるうちは。だいたい空の戦闘の優劣がこれだけはっきりしているのだ。強襲爆撃をやる気があればとっくにやっている。ごもっとも。判断が遅れちまった。この遅れで何人無駄に死んだかな。貴重な戦力だ。今からでも大事にせんとね。ありがとう、お兄さん。ただ何にしろ竜騎兵を引き上げちまうとこっちはだいぶ苦しくなるね。飛行艦での爆撃はなくてもファイヤードラコは退去しておいでなさるだろうし、航空戦力を保持しておく方が重要だろう。そいつは間違いない。あと気をつけておかなきゃならんのは降下襲撃か。グラップラー。降車砲であの降下両兵どもの侵入を阻止できるとは思えんから、下ろした竜騎兵に砲声の用意をさせておく必要があるな。それも不利な勝負だが、キルレシオ1対4よりひどくなることはあるまい。こっちの土俵でこっちの得意な喧嘩になるからね。多少の不利はどうってことない。
風向きが少し変わったわ。堀越軍の竜騎兵隊が地上へ降りたようです。航空戦を諦めたのでしょうか。なるほど。それはそれで悪くない判断だ。でもマロにはマロのやり方があるよ。分かっているわね、お前たち。はっ、誰よりも強く、誰よりも美しい雷鳥様。お供いたします。圧倒的だな、我が軍は。こうも一方的な戦争では手柄の立てようがない。我が愛艦を頼もしくも疎ましいガレーキープの引き立て役で終わらせたくないものだが。艦長、もう少し高度を上げた方がよろしいかと。竜騎兵の交戦圏に近すぎます。近いから何だというのだ。六原の竜騎兵が我が軍の布陣を突破してここまで来られるわけでもなかろう。この形勢だ。いえ、一部激しい抵抗を見せている敵機集団もあります。ほう、それは面白い。面構えを見てやろう。前進する。艦長、本当に来やがった。戦闘の騎士、あれはブラッド・クルスか。おい上官、識別してみろ。そんなことより艦長、交代を。出ました。どうした。今川雷鳥中将です。間違いありません。あれは六原四将軍の一人。ほう、艦長、交代。将軍の身で最前線に立つだと。勇敢と言ってやりたいが愚将だな。いや、感謝せねばならんか。願ってもない手柄が舞い込んできたぞ。危険です。今川雷鳥といえば六原最強の武人。最強だろうが無敵だろうが、一騎の力などたかが知れているのだよ。護衛はほんの数機か。副長、怯える前に計算してみたらどうだ。敵は何機で我が艦内には何機の竜騎兵が登場していて、戦えば勝つのはどちらか。しかし関西竜騎兵に命令。前期出撃だ。対抗を逃すな。限りあれば吹かねど花は散るもの。心短き春の山風。なんだと。来る。艦長、来ますよ。おい、くそ、どうにかしろよ。あんたがバカだからこんなことに。日暮れか。さすがに一日では落ちんな。六原は強兵ですよ。それにこちらの体制も完璧ではありませんでしたしね。今日のところはお弓を沈めただけで良しとしておくべきでしょう。ああ、現状を確認します。オーサムクイーンは鎌倉市に進駐。ハイオーサは藤沢方面より不堕落城を攻撃中。大円ダネギアは大船方面より不堕落城を攻撃中。ワウンスナコックはお弓久保府を制圧。坂ヶ谷は古賀久保府を攻撃中。艦隊は相模湾をほぼ制圧。幕府艦隊を牽制しつつ物資の輸送を行っています。
廃陽朝大円ダネギアに攻撃中止を命じてよろしいですか、閣下。夜が訪れる前に兵を引かせ、野営の準備を整える必要があります。艦隊に収容できる限りはしたいですから、その意味でも急いだ方がいいですね。日が落ちてからでは事故の危険が増します。夜間も攻撃を続行する選択はないか、中佐。それは多くの意味で危険です。野戦を支障なく行えるほど我が軍の兵士は地理を把握していないのが一つ。大和軍人は伝統的に野戦を得意としているのが一つ。誤って市街地を攻撃してしまう恐れもあるのが一つ。そうだな。分かったよ、キャノン。焦らないことにしよう。まだ始まったばかりですからね。だが敵が野襲してくる可能性もある。警戒は徹底させておいてくれ。はい。ただウィロー少将、古賀方面は別ですよ。ああ、分かっていると。古賀は六原の生命線。裏を返せば我々の勝負どころだ。古賀を奪えば不堕落を孤立させられます。夜間戦闘用装備はあちらへ優先的に回しているんだな。もちろんです。それでも相当の被害を覚悟しなくてはなりませんが、最終的な帳尻は合うさ。古賀で支払う犠牲には大いに意味がある。ワンスナコックも古賀の応援に向かわせてくれ。了解です、閣下。どったのお兄さん。いいよ。死んでいるな。刺繍がする。あちらこちらから城の空気が死によどんできた。馴染みの空気だ。吐き気がする。そうだね。けどこんなものじゃない。まだまだ死ぬ。死に続ける。最後にはみんな。お弓御所は落ちた様子でござる。宣告急報があり申した。そうですか。同心様、申し訳ございません。お弓を預かる公方としてお詫びいたします。いやいや、頭などお下げになるな。お弓の件は致し方なきこと。雷鳥殿は不堕落で奮闘しておられたのだからの。進駐軍に先手を打たれたらお弓はあっさり落ちるって最初から分かってたじゃねえか。攻めるにはいいけど守るには天で不向きだからな、そこ。さようさよう。雷鳥殿、気に病まれてはなりませぬぞ。今は目の前の敵に集中せねば。同心坊主、シシクからの連絡はあった？ござらぬ。敵の信号妨害が特に北東方面は厳しいようでござっての。そうか。まあいいや。どうせまだ笹川領に入ったかどうかってところだろうしな。あと2日。いや3日は耐えねばなりますまい。3日と見ても厳しいところだな。二重の意味で。3日でシシクが援軍に来られるか。あと3日、不堕落を守り抜けるか。ということ？うん。そうね。大船口のお弓、藤沢口の堀越、両ご領州の状況はいかがでござる？あまり明るくはありません。うちも今日一日でガリガリ削られましたよ。予備隊を一部回してくれない？
でないと明日はもう持たねえわ。承知いたした。後ほど取り計らいましょうぞ。陸の上は引いたが、空からの爆撃は夜通しやるつもりらしいな。闇の中のめくら打ちでも城の中心部を狙って落とせばどこかには当たるからの。直接の戦果はさほど期待できずとも、我らの眠りを妨げるだけで十分に意味はあり申す。迷惑な話だ。ちょっとは手抜けよ。向こうに聞こえるように言ったら。お願いしろってか。それで OK もらえるようなら最初から戦争なんてやってねえよ、あてら。まったくまったく。それよりはマシな思案が一つござるが、お聞きいただけますかな。何でしょう。いや何、やられっぱなしでいるのもつまらなかろうと、それだけのことでござるよ。そりゃ上等だ。でもどの兵を動かす？こっちにはそんな余裕ねえぞ。予備隊か？いやいや、予備隊は慎重に使わねばなりますまい。もっと適した者どもがおり申す。ああ、そうか。いたな。頼めるかな、上安斎。無論のことでございます。しからば直ちに。交代かい？ああ、お疲れ。本当に疲れたよ。やっと眠れるのか。大和人に野襲してくる元気があるわけないのにな。昼間あれだけ叩いてやったんだ。今頃は逃げる支度でもしてるに決まってる。保証なんて本当はいなくたって平気なんだ。それでも野営地に見張りを立てないなんて考えられないさ。わかってるよ。じゃあ、あとはよろしくな。うん。ゆっくり休め。おい。だからって、そんなところで寝るなよ。しょうがないやつだな。そんなに疲れてたのか。おい、起きろって。なんだこれ。喉にナイフ。誰？六原馬屋衆。塗料、見えました。敵の野営地と思われるあたりに火の手が。結構です。局舎法に伝えなさい。あの火を撃てと。はっ！これでいくらかの意趣返しにはなるでしょう。時間は、さて、どの程度稼げるか。入道様、敵が再び攻撃を開始したとのことです。夜明けとともに来るかと思っておれば、ずいぶんゆっくりだの。昨夜の薬が効いたかな？何でもやってみるものよ。こんな質問をどうかお許しください。六原は勝ちますか？そなたやそなたの姉のためにも勝たねばなるまいの。入道様。閣下、遊佐中将閣下。無礼者！ご容赦。古賀よりの急報なれば古賀よりの最終連絡であります。
なんですって。どうも昨日の勢いがねえな、クイーンズアーミー。お兄さんもそう思わない？確かに馬屋州のかく乱は進駐軍の夜間空爆におさおさ劣らぬ成果を上げたようだ。しかもこっちが最初から腹を決めてたのに比べて、あっちは寝耳に水だったろうからね。いや、寝耳に火か？今日の喧嘩はこっちに分がありそうだ。敵の前線が下がってる？見るからに士気が低いかな。もう少しマシな部隊に変えるのではないか。見切りが早いな。ま、向こうは兵力余ってるしね。今のうちにこちらも負傷者の搬送や補給を済ませるべきだ。テステステス。六原の皆さん、六原の皆さん。なんだ？降伏勧告でもする気か。ああ、定番だね。でも時期を外してるよな。てめえらがもっと元気な時にやりゃいいのに。同感だな。六原の皆さん、武器を捨てて降伏しなさい。私たちはあなたたちを許します。罪人扱いはしません。そりゃありがたいこって。降伏しなさい。六原の皆さん、戦い続けてもあなたたちは負けます。降伏しなければ死んでしまいます。そうかよ。勝つのは私たちです。今日の朝、古賀の城は私たちのものになりました。あなたたちに援軍はありません。あなたたちは勝てません。なんだと。古賀の城は落ちました。笹川の軍隊はもうここに来られません。古賀にいる私たちの仲間が通しません。あなたたちに援軍は来ないのです。降伏しなさい。いかん。くそ、おい！各隊に伝令を走らせろ。通信じゃねえ、伝令だ。古賀は健在、来園は間近。敵の巨峰に踊らされるな。手触れて回れ。了解。本当に進駐軍の捏造そうならいいとは本気で思ってるけど、判断はお兄さんと同じかな。進駐軍が損害無視で古賀を夜通し攻撃していたとすれば、今朝陥落ってのはおかしな話じゃない。路頭のところか。ただ古賀は本当に落ちた。諦めねえぞ、チキショ。進駐軍が古賀を奪った。
は。確かな。こちらに入っているのは噂だけです。確実な裏付けはありません。ただ、状況証拠と呼べるものなら。それはどんな？朝方は籠城側の優勢だったのが逆転しています。進駐軍は意気軒高。対して幕府軍は消沈しているようです。そうか。何らかの大きな変化があったのは間違いないところかと。菊池。はい。決着ついてもうたかな。宮殿下におかれては進駐軍との交渉方法を考えられたがよろしいかと存じます。うん。捕虜の移送を急げ。物資の確認もだ。笹川軍の来襲に備えればならん。地上は慌ただしいな。将軍様は生真面目でいらっしゃる。休む間も惜しんで防衛体制を整えるつもりのようだ。付き合わされる方はたまらん。笹川の指揮官にまともな頭があれば今頃は白旗の準備を始めているだろう。攻めてくる気力などあるものか。まったくだな。判断を発見。敵機だな。おいおい、予想が早速外れたぞ。笹川の指揮官は強靭か。いや、あれは偵察機だろう。数も少ない。古賀の状況を確かめに来たんだ。なるほど、諦めの悪い奴らだ。隊長、どうします？返してやりましょう。現実を教えるのはいいプレゼントです。違いない。だが融通の利かない将軍に対岸を攻められてもかなわん。ならやっちまいますか。位置はこっちの優勢です。そうだな。よし、一機だけ残す。他は彼。了解。うさぎ狩りだ。戦闘状態より摩天港。進駐軍の竜騎兵を発見した。指示を行う。了解。一機たりとも返さない。何？ケイラの竜騎兵小隊が一つ音信途絶だと？前期か？敵の大軍に襲われて連絡をよこす間もなく全滅したはずはないな。もしそうなら他のケイラ隊が動静をつかんでいないのは不自然だ。ということは単なる職務怠慢か。少し勝つとすぐだらけ合って、これだからバカはどしがたい。弱音を吐いてる場合じゃないのに。Hey, dwarf! Let's play together!
浮ついてる感じね。ちょっと。あ、もう。あじゃないでしょ。まともに動けもしないならこんな状況で出歩いたりしないで家の中でおとなしくしていなさい。車にひかれるのが趣味だっていうなら別だけどね。車に？ああ、やっぱり僕惹かれそうになってたのか。ありがとうございます、お姉さん。で、いいんですよね？あれ？失敗したかな？おかしいな。お姉さんは女性向け万能コールサインなのに、年齢的にややアウトな人に使っても問題ないどころか、プラス効果という魔法の言葉。もしかして壮絶な急展開かな？超人的に女性の声色がうまい男の人ってオチですか？できればそういう辛い真実は秘密にしておいてもらえると心の健康にいいな。ひなぎ忠康。あ、僕の知り合いの方でしたか。すいません。ちょっと今こんななんで。声だけだとよくわからないんです。どちら様でしょう？お姉さん？ごめんなさい。私の方が一方的に少し知ってるだけなの。あなたは知らないと思う。口を聞くのもこれが初めてだから。そうなんですか。すいません。その説は大変ご迷惑をおかけしまして。その説？迷惑？これっていつものパターンですよね。僕は別として夕日とか小夏とか律とかがそれぞれ独創性あるはっちゃけをして知らず知らず周りの人に大迷惑をかけてたっていう。いつもそうなの？いや、僕も困ってるんですよね。初対面の人にいきなり窓ガラスを弁償しろとか、対人恐怖症になった飼い犬に謝れとか言われるのが普通の生活ってどうもスリリングで。そうだった。ほんのこの間までそういう生活してたんだよね、僕ら。お姉さんは窓ガラスコースですか？いえ、大丈夫。
迷惑なんて何もかけられていないから。ああ、それは有志以来稀なことですね。そこまで言わなくても。じゃあお礼だけしっかり言えばいいんだ。こういうのってなんだか嬉しいな。本当にありがとうございました、お姉さん。もし助けてもらえなかったら、きっと今頃僕は死んでいて、多分すごく困っていたと思います。そうね。死ぬのはやっぱり困るんじゃないかしら。でも大したことをしたわけじゃないし、お礼なんていいから。ありがとうとごめんなさいはちゃんと言うようにしたいんです。友達がそういうやつでしたから。今はちょっといろいろあってもういないんですけど。いないんだけど、だから帰ってなのかな。あいつが僕に教えてくれたことは大切にしないと。やっぱり死んだら困ってた。僕はあいつから受け取ったものを何も活かせないまま終わることになるじゃないか。死ねないよ。すいません、わけのわからないこと言って。その友達っていうのはもう。ええ、そうです。危なっかしいやつだなぁとは前から思ってたんですけど、この間何かの拍子にうっかり死んじゃったみたいで、今頃やっぱり困ってるんじゃないでしょうか。でもなんでか思うんですよ。あいつは僕らの代わりに死んだ。死ぬのはきっと僕でも小夏でもよかった。けれどあいつが選ばれて、それはきっとあいつの何かが悪かったからじゃない。その逆で、あいつが僕らの中で一番正しくて強かったから身代わりになって死んでしまったんだ。だからこんなところで車にひかれたりしなくて本当によかった。そんなことで死んでたらきっとあいつにすごく怒られる。僕はあいつの代わりにやらなきゃいけない。あいつがするはずだったことを、小夏を守らないと。僕はきっとあいつを、夕日を犠牲にして生きているんだから。お姉さんには何度お礼を言っても言い足りません。いいのよ、お礼なんて本当に。僕の家まで足を運んでもらえませんか。こんな時ですから盛大にとはいかないかもですけど、それなりのおもてなしはできると思います。気を使わないで。家にはちゃんと送ってあげるけど。いえ、待って。あなたどうして出歩いてるの？目が見えないのに、しかもこんな時なのに。いやー、それがですね、昨日早起きしてリハビリのために近所を散歩していたら、いきなり空の上が騒がしくなって、なんか戦争が始まっちゃって、すぐ家に帰ろうとしたんですけど、慌てていたせいかまるっきり違う方向へ行っちゃったみたいで、そうこうするうちに外出禁止の命令が出て、仕方なく近くの家に勝手に入らせてもらったんですが、誰もいなくて、あれはお寺だったのかな。丸1日くらいでしょうか。そこにいたんですけど、空腹に耐えられなくなっちゃって、帰宅は許可って放送もあったし、頑張って家に帰ろうとしたんですが、やっぱり道がわからなくてうろうろしているうちに危うく車にはねられそうになってたみたいです。大笑いですね。大笑いではないと思うけれど。ああ、そっか。おもてなしをしようにも僕を家に連れて帰ってもらわないと始まらないんだ。そういうわけでお姉さん、もしもお急ぎでなかったらどうかお願いします。お礼をするために面倒をかけるなんて
本末転倒にも程があるな。大笑いですね。そうね。とりあえず家の場所を教えて。番地とか言われてもよくわからないから、何か目印になるものを。目印ですか？そうだな。びっくりしましたね、今の。車が急に速度を上げたんじゃないですか。急いでたのかな。さあ、どうかしら。それで僕の家なんですけど、湾岸に近いあたりで。あいつら。若宮王子を。ちょっと黙って。狭い裏通りだと思ってたんですけど、実はここ大通りの真ん中だったりします？私の目には熊が2頭肩を組んで歩けるかどうかって広さにしか見えないけど。それにしては車が多いですね。ええ、なんでかね。あんなの相手するまでもない。お姉さん。今ちょっと忙しくて、家の場所は後で聞くから。いえ、もう結構です。なんとなく思い出しました。僕の家ここら辺の近くにあるんですよ。送っていただかなくても平気です。それとお礼の話ですけど、よく考えてみたら今は家の中が取り込み中で。そう。申し訳ありません。次の機会にさせてください。家はどこなの？本当にすぐ近くです。なのでお姉さん、もういいですからどうぞ行ってください。そう。そんなに近くなら。大げつなお礼はいらないけど、お茶の一杯くらいいただいていってもいいかもね。その程度なら取り込んでいても邪魔にはならないでしょ。御堂なら稲木忠康を死なせない。僕はあいつの代わりにやらなきゃいけない。あいつがするはずだったこと。小夏を守らないと。僕はきっとあいつを、夕日を犠牲にして生きているんだから。
死なせてはならないと思う。稲木忠康、お姉さん？空を飛んだことはある？え？こんな感じよ。お姉さん今何かすごいことしませんでした？さあ。本当に飛んだんですか？だとしたら、不思議ね。とにかく、ここから離れましょう。あなたの家、海の方って言っていたっけ？はい。でも。正しいと信じていればいい。お姉さん。伏せて。お姉さん。何？逃げた方がいいです。もう平気よ。そうじゃなくて。まずい。多分、この音。音？バカね、私は。まがいものども。お姉さん、逃げて殺されます。あなた、あいつらの言葉がわかるの？少しなら。お姉さん、進駐軍の兵士をやっつけたんですね。そいつが訴えています。反抗だとか、武装しているとか、危険だとか。訴えている相手は、クルセイダー。武者なんじゃないですか？ええ。逃げてください。僕は、多分捕まってもどうにかなりますから。どうなるの？自分は何も知りません。ただ道を歩いてただけなんですって言えば、あいつらは笑ってあなたを返してくれる？この状況で、それはなさそうね。なら、あなたを置いてはいけない。
まだお礼をしてもらってないもの。でもどうするんですか？どうにでもする。どうにでもしてあなたを助ける。この線ね。お姉さん、一人で逃げろって話はもう聞かないからね。質問させてください。一つだけ。何？あなたは夕日を殺した人ですか？え？そうなんですか？ええ。やっぱり。なぜそう思ったの？ひらめきかな。このお姉さんはどうして僕を必死になって救おうとするんだろうって考えてたら、急にこうキュピーンと脳細胞の未知の部分とかそんなものが覚醒した感じで。いや、でも色々と衝撃的ですね。夕日を殺した人とこんな風に会うなんて。あなたは私を憎まないの？憎みます。夕日は大事な友人でした。彼をあなたが奪ったのなら、僕はあなたを他の何よりも憎みます。私を許さない。許しません。あなたがどれだけ謝っても、どんな償いをしても許しません。夕日を奪ったあなたを僕は一生憎みます。一生許しません。あなたは私に復讐する？いいえ。どうして？意味をなくしたくないから。意味？夕日が死んだことの意味です。あったんでしょ？お姉さんのような人が夕日を殺したのなら。それは。その意味がどんなものかは聞きません。今は聞きたくないです。夕日の命と引き換えにされた何かのことなんて僕は知りたくない。でもお姉さんはその意味を大事にして守ってください。せめてあなたはそのために夕日を犠牲にしたんですから。
稲木忠康。それだけが願いです。何？急な連絡が入ったみたいです。よく聞こえませんでしたけど。なんか、援軍がどうとか。援軍？閣下、間もなく鎌倉上空です。不堕落は健在か？健在であります。劣勢ながらなお交戦中。よし。バカな。笹川の援軍が来ただと？どうやってだ？古賀は我々がすでに抑えた。いや、そもそも早すぎる。開戦からまだ1日半しか経っていないではないか。見ろ少々、落ち着いてください。笹川の全軍が押し寄せてきたわけではありません。なんだと？来たのは飛行艦が1隻だけです。我が軍のガレーキープ級にも匹敵する大型ですが、1隻は1隻。搭載兵力もたかは知れています。大鳥宍喰は古賀の陥落を見越して少数精鋭による来援を選んだのでしょう。占領直後なら古賀の防空も甘い。突破は困難であっても不可能ではありません。敵ながら果断な将軍ですね。だが所詮は一隻だな。そうです。体制は覆りませんよ。不堕落上空の航空戦力を一部動かし迎撃させましょう。六原の心臓を止めるのが少し遅れますが、それだけのことです。それだけのことでも忌々しいがな。あと一歩で終わるというところに邪魔とは。閣下、分かっているよクライム。任せる。あの援軍を叩き潰し、不堕落城の士気を完全に砕いてやってくれ。了解。敵多数、前方に展開。本艦に向かってきます。礼儀のなっている奴らだ。わざわざ出迎えに来たか。よろしい、返礼する。第17強襲竜騎兵連隊総員走行。敵大型飛行艦艦載機を射出した。数は大隊規模、いやそれ以上。見たことのない機体だ。新型か？ロゴがあるな。00？ゼロかもしれん。ヤマトの竜騎兵は開発年を名称に加えるからな。ヤマト古来の起源でいうと今年は2600年。なるほど、最新型の名称だ。こいつは面白い。そうだな。辺境の小国の新型機がどの程度のものか見せていただこう。よし、先手打って頭を押さえつけてやれ。キャメロン注意。チャイルズ、何があった？キャメロンはどうした？わからない。いきなり炎上したんだ。バネルの故障かも。いや、それにしたって今の。いや、それにしたって今の。チャイルズ！どうなってるんだ？攻撃だ！攻撃！敵の新型が妙な方でこっちを狙ってる。多分あれだ。このままでは鎌打ちだぞ。
そんなはずがあるか。竜騎兵を一発で落とす狙撃兵器だってまだ。遅いわ、バカめ。連中随分と好き勝手やってくれたらしい。不堕落城がボロボロだぜ。逃がしてやる気にはなれんな。当然だ。目障りなんだよ。人んちの空にいつまでもでかい面して居座ってんじゃねえ。来やがった、あいつ。飛行艦一隻で無茶しやがるぜ。あの船は。摩天港、笹川で開発された六原が所有する唯一の大型飛行艦だよ。ガレーキープにだって引けは取らねえ。だがそれ以上にバイブロカノン、機体は00式竜騎兵。英雄の時代に終わりを告げるもの。終わりを。そう、戦場は英雄たちの聖域だった。鉄器と剣を交えしのぎを削り、力と技の粋をぶつけ合った末に相手を打ち倒す勇者だけが勝利をつかみ取れた。でもこれからは違う。力も技も勇気もいらない。敵の顔も見えないような遠くから狙って撃つだけでいい。英雄の出番はなくなった。これからの戦場に英雄がのこのこ出てきても増票の餌になるだけだ。00式がリアルを凌駕するダミーがとうとう生まれてしまったから。時代が変わるのか。連盟軍でも高速鉄鋼弾の改良が進んでる。もうじき実戦配備されるよ。遠く離れてパカパカ撃ち合うだけが戦争の全てになるんだ。戦場からブレードアーツは消えていく。そんな時代には神話なんて成立しない。英雄がいなけりゃ魔王もいないさ。神様だってきっと這い出してくる隙がない。だから今のうちにやるんだ、お兄さん。神を呼ぶか。古き時代の終わりに最後の神話を作り出す。駆け込み政府ってとこかな。
振り出しに戻るか。手詰まりになったわけじゃないが、どうも嫌な風向きだな。できれば今日で決着をつけたかった。戦車が突っ込んでくるぞ。止めろ止めろ。我が味方不甲斐なし。己らどけ。大我が敵他愛なし。外周一色にも耐えぬとは情けなや。我こそはお弓の朝比奈平八郎。かの朝比奈弥太郎より数えて30代の光栄なり。天下分け目のこの戦、死に場所と心得たるぞ。良き敵参らない。討ち取って功名を遂げてみよ。出てきたぞ。ゼロトラコだ。動け動き回れ。狙いをつけさせるな。あの方は連射が効かないらしい。無駄打ちさせてその隙に距離を詰めればやれる。アホが、お前らの考えそうなことくらい宣告承知なんだよ。その程度の軌道で逃げられるか。こっちがどれだけ訓練したと思ってる。一気も近づきがしねえぞ。いかん、下だ。ああ、チキショー、ステルスドラコがいつの間にこんな近くまで。交代しろ。あれと格闘戦は分が悪い。膠着状態になり申したな。制空権はある程度挽回できたが、数の差で向こうの優位は動いてね。地上も同じ。海上もね。こちらに加わったのはあくまで竜騎兵の一個連隊だけだから。ふん。俺が笹川の全軍を連れて来援していたらとでも言いたいか。そうは言わないわよ。それじゃ間に合わなかったでしょうし。さようさよう。シシク殿はまこと良い時に来てくだされた。急場をしのげたのはシシク殿のおかげ。ご功労を無にせぬためにも今後の手立てを思案せねばなりますまい。鎌倉の形勢を動かすなら外からつくのが道理というものだがな。ちゃちゃ丸、堀越軍はどうしている？箱根で足止め食らってるよ。室町短大に命じて機内の兵を出させる手もあるけど。あれは京都に睨みを利かせるのが関の山でござろう。戦力としては当てになり申さぬ。じゃあ太宰府か？問題が3つあるな。遠い、大陸方面の備え、小水が威圧。動かせないわね。 GHQ の思案も気になるところでござる。奴らとて戦況の膠着は望まぬはず。古賀にいる軍団をこっちへ呼ぶかな。ありえない話じゃないわ。だがその時はこちらも笹川の本軍を動かし古賀を奪還して奴らの後方を訳せばいい。そのくらいのことならできる奴を会津には残してきている。進駐軍の兵力とて無尽蔵ではない。古賀を確保しつつ鎌倉に増援を送るような芸当は難しかろうよ。
さようでござるな。そうなったらこちらにとっては好都合ね。言えてる言えてる。けどもちろん GHQ が撃ってくる手はそんなこっちゃない。あいつらは切り札を持ってるんだから、楽に勝てる目がなくなった今、そのことで頭がいっぱいだろうさ。だがちゃちゃ丸、今日が12月3日、光の目覚めは4日、つまり明日だと言っていたな。間に合うのか？間に合わせる。間に合わなけりゃみんなおじゃんだ。そんなオチにしてたまるもんかい。あてのためにもお兄さんのためにもお姫のためにもね。明日進駐軍は鍛造ライダーを使う。ウォルフがそうさせるはずだ、この夜の間に。我々のすべきことは一つだよ。そうではないかね、ウィロー少将、キャノン中佐。教授、分かっていますとも。フォージドボム使用の申請をもう一度ジュネーブへ出しましょう。あまりしつこいのも逆効果では。こちらが黙っておとなしくしていたからといって気を利かせてくれるような連中ではない。まったく少将の言う通りだよ。肉食獣に破壊精神を期待する方がまだしも見込みはあると思うね。彼らは年老いた牛に似ている。何度も鞭で打たねば働こうとしない。いや違うな、鞭で動く間はまだマシだった。どういうことです？僕は彼らにほとほと愛想を尽かしているということだよ中佐。この後に及んで鍛造雷弾の使用許可を出し渋るとは、状況を見る目がないとしか思えん。分かっているのかな彼らは。大和進駐軍は大和の完全支配を目的として設けられた軍組織だった。その目的が成就するか水泡に帰すか、今がまさに瀬戸際だと。理解しておりますまい。本当に当てにならない連中ですよ。俺たちの立場で言えたぎりじゃないだろうな。何か言ったか中佐？別に。ウィロー少将、我々は決断するべきなのかもしれないよ。教授、それは。いいかね、鍛造雷弾は決戦兵器は存在するのだ。我々の手が届くところに。ただ使用の許可が与えられていないだけで。奪ってしまってはどうかな。ウォルフ教授、ここ最近のあなたはどうも先導家じみていますね。そちらがご本性ですか？さて、僕は何も変わっていないつもりだが、真実を探求し真実を告示するただの学徒だよ。その真実は誰が保証するのです？神ですか？それともあなたご自身が？クライブ、よせ！教授は忠告と助言をくださっただけだ。それに言われることは正しい。この際強硬手段も視野に入れよう。本気ですか？我々は圧倒的な驚異的な戦果をもって大和国民を衣服させ、反抗心を奪い、完全な支配下に置かなくてはならないのだ。その気はもうすでに失われつつある。我々は六原ごときとほぼ互角の戦いを演じ、その一部始終を大和国民に見られてしまった。極めてまずい。猶予している場合ではない。一刻も早く我が軍の実力を知らしめねばならん。
しかし閣下、モルフ教授、先日あなたがおっしゃった通り、いささか乱暴な手段でもためらう必要はない。我々はヤマトを占領した後すぐ新大陸の同胞と共に放棄するのですからね。そうだ。傲岸なる女王の時代に終止符を打つべくしてね。その折には教授のかつてのお仲間も来妃の同胞だね。もちろん影日向に君たちを支援するさ。そうなればきっと世界各地で反女王の火の手が上がる。時代が変わりますよ教授。ああ、変わるとも。古き世界は葬られ、新たな世界が降誕するだろう。ダメだな。もう俺より教授の方を信頼してるらしい。教授がやたら少々に近づいていると気づいた時に手を打っておくべきだった。後悔先に立たずってやつか。この国のことわざで言うところの見切りを考えなきゃいかんか。あんたとは最後まで一緒にやっていけると思ってたんだけどな、ウィロー少将。決意したなら行動を急ぐべきだ友よ。早い方がいい。キャノン中佐、手配を頼む。閣下。どうした？呼ぶまで近づくなと言っておいただろう。それが至急ウィロー少将に会いたいという方が。こんな時間に？前線からの報告か？敵がまた野襲でも仕掛けてきたのか？違います。我が軍のものではなく、なんだ、来客か。随分と非常識だな。誰か知らんがしばらく待たせておけ。しかし。部下を困らせてはいけませんことよ、ウィロー少将。上位命令には逆らえない。それが組織人の宿命なんですもの。キャノン中佐、彼女らは？ええ、大鳥かなえ大尉と長倉小夜軍属です。大尉に軍属、しかも頭に元がつくな。はい。何が上位命令だと？あら、階級取り上げられてましたの？せっかくご厚遇いただいたのに。確かに俺は君を厚遇した元大尉。大きな期待を寄せていた。しかし君は期待に背いた。無断で軍を離れ、つまりは脱走した。ぶっちゃけて聞くがな、今さらどの面下げて戻ってきたんだ？お怒りはごもっとも。本当にご迷惑をおかけしてしまって。せめてものお詫びにこれをどうぞ。旅先で買い求めた銘菓でございます。何なんだ一体？心ばかりの土産物でございますが。そんなことは聞いとらん。お前らは何をしに来たのかと。いや、いい。付き合っていられるか。中佐、さっさとこの二人を逮捕して私の前から追い払ってくれ。処分は任せる。キャノン！マーミットチョコレート、ジュネーブの名物か。何？やってくれたな、大鳥かなえ。すべて君か。フォージドボムが使えなかったのも。はい。愚痴だが言わずにはいられないな。江ノ島でジョージを失ったのが痛かった。彼のサポートがあれば俺はもう少し周りに目を配れた。君の失踪に関する調査を人任せにすることはなかった。
そうでしょうね。本当にこの世の中、何が災いして何が幸いするかわからないものです。ねえ、本当に。中佐？どういうことだ？どういうことなんだ？理解する努力をしてから聞きたまえ。人の話によく耳を傾けるのは君の美点だが、時として頼りすぎる嫌いがある。長所もどうこせば欠点なのだよ。あなたは、なぜ？どうして？まずは名乗ろいえいえ、伯爵。皆さん、知己の方々ばかりですから。う。だが名乗ろう。はあ。ルービー・サシュアントだ。はい。では。もう一度名乗ろう。ルービー・サシュアントだ。そして最後にもう一回。ルービー・サシュアントだ。お嬢様、どうかご自重を。右手の形が突っ込みチョップ寸前でございますぞ。よろしいでしょうか、伯爵。始めてくれたまえ。そういうわけで GHQ のお三方、こちらは国際連盟事務局次長ルービー・サシュアント卿、国連本部の全権代理としてただいまヤマトに着任なさいました。全権代理？はい。意味の説明は不要ですね、少々閣下。ふざけるな！そんなものを突然よこされてたまるか！そう申されましても、納得いかないなら伯爵にお願いなさっては？お願い？サシュアント卿、女王陛下の信任状を今お持ちでしょ？もちろんだ。確認したいのかね、ウィロー少将。しかし、不自然ではありませんか。現地の我々に何の話も通さず不意に全権代理など、軍の士気が乱れます。正論でございますな。ほんとね。当面は横浜にてお待ちいただきたい。我々の方で国連本部に確認し、その上で。そうはいかないのだよ、ウィロー少将。なぜです？わからないかね。わからないのかね。わからないのかね。わかってくれたまえよ、アメリカン。私は必ずしも君たちを憎んではいないのだ。できることなら、騒がず、争わず、静かに全てを終わらせたい。察してくれたまえ。わかりません。あなたのおっしゃることは謎めいている。私にはさっぱりだ。横浜にてお待ちください。我々は女王陛下より与えられた使命を遂行します。あと3日、いえ2日で十分。六原幕府を滅ぼし、この国を女王陛下の保護下に収めましょう。もう良いのだ。もう良いのだよ、ウィロー。どうして彼女が、大鳥大尉が私と一緒にいると思うのだね。何ですと？彼女は私の依頼を受けて内定を進めていたのだ。そのために GHQ にいたのだよ、最初からね。無論彼女だけではない。
他にも数人の配下を各所に派遣した。そして彼らが拾い集めた細かな情報を、その小さな断片を私は整理し結合した。ちょうどジグソーパズルを組むように。出来上がった絵を見て私は結論せざるを得なかった。君たちはアメリカンドリーマーだと。ウィロー、過去4度にわたり君の同志は新大陸を大英連邦から独立させるための戦争を起こした。そのことごとくが失敗した。それは天命なのだと、神が女王の支配を良しとしているのだと君たちが学んでくれればよかったのだが、君たちはより低いレベルで理解したのだね。負けたのは力が足りなかったから、クルスが足りなかったから。新大陸にクルスの生産地が存在しないからだ。君たちはそう考えた。だからヤマトを欲した。世界でも屈指のクルス生産国を。君たちはこの国を女王陛下に献上するふりをしてかすめ取るつもりだった。そして放棄。第5次新大陸独立戦争を。愚かな野望だ。しかし同情はする。君たちは確かに苦しみ追い詰められていたのだろうから。我らが女王の深き愛もあの広大な大陸を満たすには不足していたのかもしれない。だがね、ウィロー、それでも反逆は許されないのだよ。ここまで来て、ここまで来て。認められるか。カッカ。ウィロー、君が最後にすがるのは女王の慈悲ではなく、そのちっぽけな拳銃なのか。それが君の選択なのか。たまれ、女王の犬め。我々の苦痛が貴様などに分かるものか。苦痛とはこういうものだ。味わってみろ。すまないね、大鳥隊。いえ、サシュアント卿。ではよろしいですか。いや、私がやろう。彼は私の友人なんだ。たとえ彼がそう思っていなかったとしても。さらばだ、友よ。サシュアント。キャノンライブカカ頼む。我々の悲願を新大陸の我が同胞に自由と誇りと平安を取り戻してくれ。カカ、ウィロー、アワアメリカのために頼む。相棒クライム。心中はお察しいたします。ですがキャノン中佐、身柄を拘束させていただかねばなりません。お持ちの銃を失礼。
ウォルフ教授、申し訳ないのですけれど、あなたもです。複数の重大な嫌疑がかかっていますの。ほう。身に覚えがおありでしょう。まあね、いつかはこんな日が来ると思っていたよ。この強権的パンツ絶対主義者のもめ、どうあってもパンツ脱ぐのを許さんというのだな。ちゃうわ、お嬢様ちっちょ、剣で突っ込み入れたら死にますから。何、違うだと？では君は今パンツを脱いでいるのか？見せてみろ。変態やめてから出直してくださいまし。僕に死ねというのか？死ぬのかよ。あと変態の自覚あるのかよ。いいえ、もういいですからお嬢様。こういう面倒な人はさっさと連行いたしましょう。そうね。これで終わったと思うなよ。僕は必ず帰ってくる。そして全人類のパンツを脱がしてやろう。これほど嫌な野望って人類史上にかつて存在しましたかな？多分なかったと思うから、国連理事会に掛け合って世界人類反逆罪とか創設していただきましょう。それならきっと100回くらい処刑できますぞ。まあ変態は得てしてゴキブリチックな生命力を誇るものなので、まだ足りないかもしれませんが、僕は諦めない。諦めないからな。しばらくは至福の時だ。待っていてくれたまえ、キャノン中佐。絶望するんじゃないぞ。例外。人間ではない。それは愛情ではない、呪いだ。行こう。中佐殿、こちらにおいででしたか。間もなく軍議が始まります。そうか。先に行っていてくれ。どちらへ？厨房による。厨房？なんか今日は妙だな。何がだ？進駐軍の連中、やけに攻め手が中途半端じゃない？言われてみればな。でしょ？しかしそれは
ことが思惑通りに進んでいるからではないのか。後で決戦兵器を使う気でいれば強行して無駄な犠牲を出そうとは思うまい。そうなんだけどね。どうも引っかかるな。ワルフからの連絡もまだ来ないし。うまく片付いたなら一報よこすはずなんだけど。闇生上腕を経由してか。うん。はい、ただいまお届けに上がりました。何か？心臓に悪いな。心臓に悪いよ。これはご無礼。鎌倉の進駐軍臨時司令部にいる同志の一人からたった今通報がありました。ウォルフだろ？違います。緑竜会のメンバーではありますが。なんでよ。連絡の窓口をいくつも作ると混乱するからウォルフが一括で引き受けるって約束だったろうに。ウォルフ教授は現在拘禁されています。はあ？何やってんだあのパンツ親父。まさかとは思うが。強制わいせつ罪か。こんな時に？いいえ、もう少し事態は深刻かと。キャノン中佐も教授と同じく行動の自由を奪われた状態にあるようです。だと。ウイロ少将は？わかりません。すでに抹殺された可能性もあります。何があった？昨夜未明、いえ、正確には今日ですが、国連事務局次長ルービー・サシュアント伯が密かに入国。鎌倉市内の野戦司令部を訪れ、何らかの処断を行った模様です。以降ウィロー少将は所在不明。キャノン中佐とウォルフ教授は個別に監禁。軍の統帥権は国連全権代理及び大英連邦女王の信任大使としてサシュアント伯爵が事実上掌握しつつあるようです。ちゃちゃまる、どういうことだ？バレた。 GHQ の対大和政策を仕切ってたキャノン中佐は新大陸独立派だったんだ。お兄さん、独立のためにヤマトが欲しくてヤマトを取るために鍛造ライダーを使おうとしてた。アテラはつうかウォルフ教授は独立派に協力しつつ利用する腹だったんだけど、この土壇場でキャノン中佐とその一党の正体が国連に露見したとしか考えられない。はい。なんで陰謀ってやつはこううまくいかないんだ。陰謀だからだろうよ。このままだと鍛造ライダーは落ちねえ。国連から来たやつは
ヤマトをどうにかするより GHQ の整理を先にしたいはずだからな。チャチャマル、キャノン中佐とやらはできる男か？身柄を自由にしてやりさえすれば今ここからでも湿地を取り返せるか？それはそうだね。あいつはタフだし頭も切れる。指揮権を奪回して作戦を続行するくらいのことはやれるかな。全権代理ってやつもまだ大っぴらに中佐を反逆者扱いはしていないっぽいし。ええ、そういう話です。しかし港様ならどうすると仰せられますか？その男を救えばなんとかなるなら救うまでこれから行ってくる。お兄さんが？他に誰がいる？でもダメだよ、危ないよ。戦場で言うセリフとも思えんが。程度ってもんがあるし、こないだみたいに危険なのは嫌だからね。この間県庁寺の時の話か？あれは当てのミスだったけど、まさかあの真っ黒太郎が無茶とは思わなかったから。あんなのにお兄さんをけしかけたあの時の自分をとっつき倒したい。今思い出しても食欲が減退するわ。一周しただろうが。結果はそうだけどさ、進駐軍の司令部にいる竜騎兵は1機や2機じゃないんだよ絶対。どうにかする。どうにかするでどうにかなったら6年前の戦争でうちの国負けてません。なんだそれは。お前はそこまで俺を信用できんのか？そうじゃないよ。そうじゃないけど。ガンくれてもこれはダメ。怖くなんかないしね。まあいい。お前が許そうが許すまいが知らん。行ってくる。いやじゃ帯をつかむな。堀越中将様、そろそろ人目が。ダメったらダメったらダメ。どうしてもって言うな。なんだ？あても一緒に行く。バカかお前は。あったじゃ負けるわ。将軍が陣を離れてどうする？おじいさんだって副官でしょ。やめれば済むことだな。あてを捨てる気？そういう話ではないが、そういう話だったとしても別にためらう理由はないと思う。この人ひどい。港様、堀越中将様。今度はお前か。ここはどうか私めにお任せを。長安？実はもともとそのつもりでおりました。お前とて暇を持て余す身ではなかろう。私の職務など代理の務まる者はいくらでもおります。それは俺も同じだ。俺の方が面倒もない。しかし適材適所と申しましょう。あなた様は潜入工作の専門家ではあられない。この上腕は足利家の裏方、柳生一門の長。敵の陣中に潜り込むなど日常茶飯のことでございます。長安、頼める。緑龍会のため、我が信仰のため、必ずやご期待に沿いましょう。港様、意味軸も堀越中将様が申された通り、
企み事とはなかなか思うように運ばぬもの。さらにこの上予期せぬ事態があるやもしれませぬ。あなた様は堀越中将様の傍らへお残りになり、異変に備えてくださりませ。上安、伏してお願い申し上げます。わかった。柳生上安斎。はい。俺はお前が生きようが死のうが構わん。だがつまらん死に方はするなよ。それはどうも許せん気がする。かしこまりました。ですがご案じなく、行く先には私の運命が待ち受けている、そのような予感がいたします。運命？はい、おそらくこちらに残られる港様にも。これは預言者じみたことを申し上げました。つまらぬ話でお耳汚しを。上安、行ってまいります。お兄さん、なんであんなこと言ったの？何かな。予感とやらが俺にもあった。どんな？あの男ともう会うことはない。GHQ 内部の様子はどうだね。どうだね。はい。やはり動揺が広がっています。ウィロー少将とキャノン中佐が全く唐突に姿を消し、代わって伯爵が指揮の代行を宣言されたわけですから、混乱はやむなきことでございましょう。説明もしておりませんしね。無理からぬ。だが説明は起爆剤も同然だえ。新大陸独立派が GHQ の中にどの程度浸透しているのか、それを確かめるまでは危険すぎる。ええ、確かに。現状において彼らは不安と不信に苛まれながらも暴発までは至るまい。さようでございますな。まだしばらくの間は。ゼネラルとは連絡がついたのだね。はい、機関手段の手配も済んでおります。遅くとも明後日には戻られましょう。では私が無理をして GHQ の整理に手をつける必要はないな。本来の責任者に務めを果たしてもらう。私はそれまでこの状態を維持する。その方針でよろしいかと存じます。けれど六原軍との戦闘はいかがなさいますか？無目的に戦争を続け、無意味な死者を増産するのはあまり喜ばしくないお話です。人の死が無意味であることなどありえない。大鳥隊員、私はそう信じている。だがそうだな、多くの者が望ましからぬ死を遂げることにはなるだろう。止められるものなら止めた方が良い。はい。方法があるかな。戦争というものは一方だけの都合で開始できるが、終了するときには両者の合意が必要とされる。一番簡単な手は
合意の必要な相手を完全に抹殺してしまうことです。鍛造雷弾、お使いになりますか、サシュアント伯爵。簡単な解決法だな。とてもとても。ええ。やめておこう。私は条件によって戦争を許容する。しかしいかなる条件によっても大量虐殺は許容できない。戦争が、つまりは大量虐殺と同じ結果を生むものであっても？そうだ。良き戦争と悪しき戦争の区別などない。だが平和の前提である戦争と次の戦争の前提でしかない戦争、その違いはある。鍛造雷弾による未曾有の大虐殺でこの戦争の幕を下ろすのなら、大和の人々は自立し屈服し、50年後に再び立ち上がるだろう。そして1000年間憎悪に燃えるだろう。我々は国際東亜共栄連盟。全世界に憎悪と騒乱の種ではなく、平和と繁栄の種をまかねばならない。はい。女王陛下の平和と女王陛下の繁栄を。たとえこの大和が未開の後進国であろうと、住むのが劣等人種であろうと例外にはしない。むしろだからこそだ。我々の優越する文明をもって正しく導くべきだ。これは使命なのだよ。そうではないかな。はい、伯爵、おっしゃる通りです。でも大和国民にアンケートを取ったら、誰も頼んでねえだろって回答が9割以上を占めると思います。ツッコミ次長、こういうお人だと最初から分かっていたではありませんか。国連本部ではマシな方ですぞ。分かってましたよ。論法はともかく結論は好都合ですし。鍛造雷弾は使えない。それで簡単に勝利を得られるとしても、いや、だからこそでもある。GHQ 内の戦場が済むまでは、勝利しても誰の勝利になるやら知れたものではないからね。ええ。良い収拾の方法はあるだろうか。やはり撤兵するしかありませんでしょう。こちらから攻撃したのだから、こちらから引くのは道理とも言える。しかし、ただ引けば六原軍の追撃を受けるだろう。横浜にまで攻め込まれかねませんな。それは望ましくない結末だ。撤退は後方から少しずつ、並行して停戦交渉を進めましょう。見込みがあるかね。単なる痛み分けでは困る。相応の条件をつけ、進駐軍の優位を示した上で和睦せねばならない。さもなくば女王の皆に傷がつく。やり方次第です。朝廷を利用してはいかがでしょう。京都朝廷、大和の名目上の君主か。確かに和平の仲介者としては最適だな。鎌倉にいる毎度の宮殿下なら窓口になってくださると思います。よろしい、任せよう。すぐに動いてくれたまえ。わかりました。良い報告を待っている。サシュアント卿、何かね。どうか身辺にはご注意を。護衛の兵を離されませぬように。ああ、分かっている。ここは敵地だと心得ているよ。本当は一個師団引き連れてきたかったほどだ。六原に阻まれるにしろ、独立派に阻まれるにしろ、それでは大和に踏み込めないだろうから断念したがね。は安心したまえ。うかつに出歩くような真似はしない。そのようにお願いいたします。お嬢様。
我々もできるだけ手早く要件を済ませて戻りましょう。そうね。撤退？撤退の準備？ああ、しとけってさ。まだ不堕落落としてないんだろ？そのはずだ。なのになんで撤退なんだ？わからん。まあ終わるならいいだろう。そうだな。まあ終わるならいいか。退却するの？けれどどうやった所長？間違いありません。進駐軍は撤退に向けて準備しています。ならさっきのかなえさんの話は？はい、信じてよろしいかと。えらいことやね。ヤマトを本当に欲しがってたんは大英連邦やのうて新大陸の独立派。聞けば納得できる話ですが、確かに意外でした。ほんまにね。大鳥大尉も大した方です。おお、なんや珍しいこと言うな。さては惚れたか？ご冗談を。そんな気は起こしたくとも起こせぬ身の上です。宮殿下はご存知でしょ？ああ、そうやったね。すまん、うっかりしてたえ。いいえ、とにかくこれで全て終わります。終わりにできます。そうやね。この戦争、とにかく終わるわ。やあ、キャノン君。元気かね？ちゃんと希望を捨てずにいただろうな。ウォルフ教授！よかった。少なくとも生きてはいる。あっさり首でもくくってないか不安で仕方なかったよ。まあ、椅子に縛られたまま首を吊れるほど器用じゃないので。しかし、どうやってここに？仲間に助けてもらった。仲間？彼だよ。バルトロメオ、彼を自由にしてくれ。はい。中佐殿、失礼いたします。教授、彼は大和人では？ああ、そうだ。大和人で僕の友人だよ。今はそんなことどうだっていいだろう。さあ中佐、再会するんだ。何をです？寝ぼけてるんじゃない。僕らの勝負をだ。もちろん。今さらもう全ては終わっていますよ。今の私は処刑を待つ反逆者です。ここから脱出したところでせいぜい逮捕を待つ逃亡者にしかなれません。情けないことを言うな。君はウィロー少将から夢を託されたんじゃないのか？君は表向きまだ反逆者ではない。
何ですと？ルービー・サシュアントは GHQ 内に潜む独立派の全貌を把握していないんだ。だから事件の公表によって彼らが暴走する可能性を恐れている。そうだね、バルトロメオ。はい。わかるだろう、中佐。サシュアント伯爵さえいなくなればここからでもまだなんとかなる。何か武器はありませんか？見張りの兵士が持っていた銃ならあります。どうぞ、中佐殿。ガーランドはいい。拳銃だけ借りよう。は。よしよし。では行こうか、キャノン中佐。止まれ。ここはサシュアント伯爵閣下のキャノン中佐。さあ、お二方。ありがとう。凄まじいな。武装した兵士を2人一呼吸か。些細な手妻でございます。頼もしい友だろう。さて、大鳥大か、おかえり。だがもう少し静かに入ってきてくれたまえ。今読書中なのでね。そうか、またハリは留守ですか。そいつは助かる。キャノン。ねえ、ルービー・サシュアント。報復かね。女王の代行者、世界平和維持組織の代表者たるこの私を、君はただの報復で殺すのかね。いいえ、単にあなたがいては邪魔なんですよ。その顔芸に付き合いたくもありませんしね。よくやった中佐。だが本番はこれからだ。 GHQ を再び掌握、兵を動かして鍛造ライダーを奪い不堕落城へ投下するのだよ。そこまで短絡的にはやれません。まず地上の我が軍を城周辺から撤退させなくては。それはすぐに済みましょう。進駐軍はすでに撤退の準備を始めている様子ですから。なんだって？そうか。サシュアントのやつ全て仕切り直すつもりでいたんだな。おかげでこっちは助かるというわけだ。しかし中佐、のんびりはしていられん。進駐軍の撤退につけ込んで六原が城から出撃でもしようものなら雷弾で一層とは行かなくなる。急ごうじゃないか。教授。これは遅うございましたか。大鳥大尉か。一度は見事にしてやられた。二度は決してやらせたくないな。一つ聞いておこう。ちゃんとパンツは脱いでいるかね。履いてます。危険人物め、バルトロメオ。なんと、このようなところで、奇遇にも程がありますな。長倉。ばあや。お嬢様、お下がりください。決して前へ出てはなりませぬ。いけません。バローズに手をつけては。
そうこうする前に切り殺されますぞ。やはり剣でしたか。忠告は正しい。しかし万一の成功もあり得た。その可能性にかけさせるべきだったのでは。そうこうしようとすまいと、私は大鳥かなえを殺すのですから。分の悪い賭けに主人の命は晴れませぬよ。もう少しマシな勝負にいたします。ほう。上安斎殿、あなたがお嬢様を殺そうとするなら、この老婆は主人を見捨てますぞ。なんと。守れぬものを守ろうとあがいてもせんかたございませんからな。あなたがお嬢様を狙った時、さよはそちらのウォルフ教授を撃ち殺します。僕？もしくはキャノン中佐を。まあ、どっちでもよろしい。さて、いかがなさる？お嬢様、お逃げくださいませ。さよ。お早く。この男の力量がわからぬお嬢様ではありますまい。しょんべんくさい小娘の出る幕ではございません。早く。さよ。従者の一番大事な役目は知ってる？主人の葬式をして素敵な母姫を読んで遺産の整理をすることよ。ちゃんとやってもらいますからね。無茶をおっしゃる。この老婆にあと何年生きろというおつもりなのやら。生きるでしょう、あなたは。何年でも何十年でも何百年でもこの世が続く限りは。そうでしょう、レディー・ザ・ブラッディ。あなたは変わっておられない。30年前から何も。お美しい。小四郎殿は随分と変わられましたな。ええ。なぜこのようなところにあなたがおられるのか、お伺いしてもよろしいか？信仰のため、他には何もありません。変わられた。はい。私は多くのものを失いました。あなたと共にあり、共に戦っていた頃の私とは違います。誰も恨めません。私は己の意志で捨ててきたのです。信仰をただ一つを残して、信仰を守り高めるために他のすべてを犠牲にした。ただ神の存在をより近くに感じるために。神しかあなたの魂を救えないのでしょうか？はい。このさよには救えませんでしたからな。ああ。しかし、そうだ。私はまだ一つ捨てていない。あなたをまだ捨てていない。あなたのこと
忘れたことはなかった。小四郎。予感は正しかった。私の運命はここにある。私はあなたを捨てなければ神を迎えるために。遠い。遠うございます、小四郎殿。30年前あなたと共に見た笠木の掛け月、もう思い出せませぬ。ええ、遠い、もう遠い。ここは通せませぬ。通らせていただきます。あなたの主人は放置するには危険すぎる。柳生小四郎。あなたを倒さねば私は神に会う資格を得られない。調子が悪いならひとまず下がってろ。お前らは俺たちの頼みの綱なんだ。いや、平気だ。調子がすごくいい。最高だ。ああ、そうだ。いくらでも戦えるね。おい。申し上げます。各宛てに奇怪な通信文が。読んでみ。くしき空、迷いの鏡、雲井の桜は開かねど、わだつみの表に入り火さす。以上であります。わかった。下がれ。お兄さん。今のは連絡だよ。緑竜会の緊急用の暗号。キャノン中佐が GHQ に復帰、行動を再開したってさ。そうか。うまくいったみたいだ。ああ。よーし、時間もちょうどだ。食事。食べていいのかな。
死者誤入すれば完璧だ。いただきます。影明。お前が作っておいてくれたのか。ごちそうさま。村正。今日はやけに元気が良いな。今日の光は気合に満ちている。過去最強だ。遅れは取らぬ。天下に武を敷くのはこの光の定め。行くぞ村正。鬼に会うては鬼を切る。仏に会うては仏を切る。剣の断り、ここにあり。来たよ。光る。なんだ、市場の様子がおかしい。この歌のせいか。めちゃくちゃだ。無差別に殺しちゃってる。敵も味方も入り乱れて。おい、ひとまず撤収しよう。これは明らかに異常事態だぞ。上の指示を仰がねば。銀色の機体、お前らまさか。新型か。お兄さんには馴染み深いよね。もちろん卵だよ。ちょちょもる。お姫が一つ一つ配って回ったわけじゃない。この間笹川へ行った時、あてがあいつらの鋼鉄にちょっと細工しといたんだ。振動数が少し変わるように。普通の鋼鉄は汚染波を解消して無効にするけど、00式の鋼鉄は逆に強化して卵を植えられたのと同じ効果にするってわけ。なぜそんな細工を。鍛造雷弾投下の時、城内が混乱してた方がやりやすいだろうって思ったから。もう当初の予定とはまるっきり違った展開になっちゃってるけど、無意味じゃないな。これで防空網は壊滅だ。ウォルフとキャノン中佐への
いいアシストになる。何でも手は打っとくもんだね。防空の指揮は大鳥中将だったな。うん。アバよ、シシク。そうか、これは貴様か、チャチャマル。閣下、ゼロゼロ式が全て銀色に暴走しています。ジンがこのままでは、閣下いかがなさいますか。何なんだこれは。なんでこんなことに。新型だからか、 CPU に何かとんでもない欠陥が。違う、裏切られただけだ。裏切られただけだ。これまで俺がそうしてきたように、俺の番が来た。それだけだ。裏切りと謀殺を重ねてきた俺が最後には裏切られて滅ぶ。まあそんなものだろうさ。たとえ俺の信念に曇りがなかったとしても、俺は正義を押し通して邪魔者を蹴散らした。ならば別の正義が俺を邪魔者とみなして蹴散らすのも道理よ。結局は力の高で決まること。俺がこれまで勝ってこられたのは正義があったからではなく、相手より強かったからに過ぎ、相手の方が強ければ俺が裏切られ蹴散らされ敗れる。それがチャチャマルとはな。少年の曲がり具合で負けたというあたりか、港を口説き損ねるわけだ。命運尽きた。閣下。もはやこれまで撤退のご加盟を。撤退？どこへ引くというのだ。この空域は危険です。とにかく離脱を。地上には我が主、四郎国氏殿下がおられる。我が民、鎌倉の市民たちもいる。その両方を打ち捨ててか。しかし閣下、撤退すれば全滅の。うろたえるな。貴様らはふぬけか。勝ち戦しかできんのか。たかだか戦局が絶望的になった程度で腰を砕いてどうする。会津武士の名に恥じるがいい。分かっていたはずだぞ。この一戦こそ大和の不沈を占う天王山。6年前とは違う。次の機会はない。ここで戦い抜き勝たなくてはならん。何があろうとだ。閣下、思い出せ。岡部男女、あの忌々しい反賊を。我らに囲まれ身体極まった時、奴は降伏し命乞いをしたか。家臣を捨てて逃げたか。そんな可愛げがあの愚劣な老将にあったか。ここで我らが無様を晒せば、いずれ地獄であった折に奴の長所を買う始末となろうよ。貴様らの矜持はそんな屈辱に甘んじられる程度のものか。陣形を組み合わせ、まず暴走中の00式を駆逐する。進駐軍はその後だ。はかれ。はっ、了解。命運尽きたか。だからどうした。俺は最後までやる。諦めはせん、後悔もせん。そんなことは死んだ後でやっても間に合う。生きている間は戦い戦い戦い勝つ。それだけだ。
様。ライチョウ殿。何が起きたのです？この混乱は一体。城内にかの銀星号が現れたのでござる。殺戮を繰り広げるのみならず、いかなる力でか兵どもを狂乱させておる様子。そんな、どこから？武者衆が立ち向かっておるものの、歯が立たぬようでござるな。城内の指揮系統は崩壊し、すでに軍の体裁を失っていると申さねばなりますまい。また上空では銀星号出現に呼応したごとく、00式が暴走状態に陥ったとのこと。航空戦力も壊滅を目前としており申す。シシクはどうしたのですか？すでに音信は絶えてござる。なんてこと。ライチョウ殿。はい。国氏殿下をお頼みいたしますぞ。どういうことでしょう。なーに、それがし、これからちと上へ出向いて、希代の怪物銀星号に一層地層してまいるゆえ。それはいけません。あまりに危のうございます。と言って好きにさせておくわけにも参りますまい。ここは不堕落城、我ら六原の主城、捨てて逃げる選択はござらぬ。ならマロが参ります。失礼ながら銀星号などという化け物に挑むのであれば、同心様よりマロの方が適任かと。ライチョウ殿の武勇はこの老いぼれた坊主風情の及ぶところではござらぬな。それは承知してござるが、故にこそライチョウ殿には国氏殿下のおそばに残っていただかなくてはならぬ。何よりそれがしが戦いたいのでござる。天上天下にただ一人で立ち、暴勇暴乱、我ら六原さえ羽虫同然に打ち払う銀星号。口惜しゅうござる。口惜しゅうござるわ。さようなものをのさばらせておいて、さーて何が天下の覇者であろう。これを恐れて逃げ隠れするばかりなら、我がバサラぶりもせせこましいものよ。同心様。しからばごめん。何？一汗流してすぐに戻ってまいるゆえ。ライチョウ殿、よろしければ酒の用意をしておいてくださりませい。白銀の魔王とやらの印を魚に一献酌み交わしましょうぞ。どうしてこんな。お呼びじゃないったら。こんなことやってる場合じゃない。ここまで来て。
に合う。バローズ、ディスパーションショット。雲のお姫様、ご無事？あなた、大鳥かなえ。そう。あの大きな楽器、何か妙だとは思っていたのよ。はい、正解。詳しくご説明差し上げたいところですけれど、そんな状況ではないかしら。そうね。残念ながら。でも、お礼は言っておくから。ありがとう。いえいえ、ほんの気まぐれです。ええ、本当に気まぐれ。考えてみたら、助ける義理はありませんのにね。何やってるのかしら、私。まあ、いいけど。それであなた、こんなところにどうしているの？もちろん城の中に用事があるのです。でも、私と同じ？中に用事があるのに、この辺りでうろうろしている理由も？ええ、多分。けれど、あなたは武者でしょ？飛んでいけば済む話じゃない。ご存知ないの？空がどうなっているかご覧になったら？複製？そんな、あんなにたくさん？以前、影焼様が教えてくださいました。銀星号は卵を用いて増殖すると。やはり、あれがそうなのですね。あんなものが陣取っていては、とても空に上がれません。1機や2機なら買わせますけど、あれでは数が多すぎますもの。そうね。と言って、地上もこのありさま。剣のあなたも武者の私も、並んで立ち往生するしかないわけです。でも、何？あなた一人なら、なんとか城内へ送り込めるかもしれない。私が力を貸せば。え？それ、本当？そうね。考えてみたら、私では難しいし、城の内部へ入れたとしても、この状況では武装を解けない。けれど、西洋の剣をまとったまま、国氏殿下に近づけるとも思えない。これは無理。なら、あなたの目的は、影焼様に会うこと？そうよ。でしたら、あの方に伝言をお願いします。進駐軍は、決戦兵器、鍛造雷弾を使用する。これが不堕落に投下されたとき、城の人間は全滅するでしょう。いえ、
もしかしたら鎌倉市街にまで被害が及ぶかもしれない。いいから今は疑わず信じて景明様にそのまま伝えてください。この作戦を未然に防ぐ方法は六原幕府を消滅させることだけ。敵がいなければ爆弾投下はできませんから。鍵は足利四郎国氏。伝言は以上です。よろしくて。ええ。本当は私がやるつもりだったのですけど、どうも見込みがなさそうなので、あなたと景明様にお願いします。私は万一に備えて鎌倉の人々を避難させましょう。毎度の宮殿下や所長さんとも協力して少しでも被害を減らします。わかった。けど、どうやって私を城内に送るの？さっきの糸を出してくださいまし。それをこの矢に。絡めればいいの？ええ。そういうこと？よろしい？ええ。やると言ったことはきっちりやり遂げないとね。バーヤに鼻で笑われてしまうもの。ワールドゴールドエンドサードレッドブラッドアンドデッドグラウンドグラッドダッドチャイルドゴッド。終わるよ。何もかも古いもの、不完全なものはすべて終わる。次は神の時代だ。完成された世界だ。静寂の世界だよ。リミット・オブ・パワー。あと一つのパワーももうすぐ訪れる。それで神を地上から隔てる壁。
115キロの近くを突破する神が来る。どうかしたのお兄さん。いや、俺たちは俺たちの都合で神とやらを用意。だがその神は何を思って地上へ来るのか、そんなことを考えた。さあね、どうだろうね。いわゆる一つのお約束かな。全人類の罪をあがなうためかもしれないね。だったら、そんな奴に私は出てきてほしくない。てめえ、村正！ミドを奪われた時は、あなたが私にこうしてくれたのよね、チャチャ丸。あの時の仕返しだと思ってちょうだい。なめんな打足。こんな網すぐに抜けるわ。今日という今日は絶対にぶっ潰してやる。いつまでも捕らえておけるなんて思ってないけど、しばらくはかかるでしょ。それで十分。私の用はすぐに済むから。くそ！お兄さん、逃げて！そいつに近づいちゃダメだ。そいつはお兄さんを。杞憂だ。ミド、何をしに来た？あなたを取り戻すために。いらぬ世話だ。消えている。剣ならしての指令に従え。ダメよ。なぜだ？私のしては港影明ただ一人。あなたじゃない。俺は港影明ではないと。港影明ならあれを前にただ眺めていたりしない。塞ぎ止めるために戦おうとする。たとえ無駄でも何かをしようとする。神様だかなんだかを待っている暇があったら必ずそうしたはずよ。違いない。かつての港影明ならそうだろう。だがそれがどうした？あなたの目的は何なの？知れたことを聞くな。光を救う。どうやって？聞いていたのだろうな。地底に埋まっているらしい神とかいう代物を引っ張り出してだ。それシラフでする話？酔っ払いのたわごとだな。確かに俺も大して信じてはいないし興味もない。ただもはや人の手の及ばぬ光の容体も人知を超えた何者かが実在するならその力で癒せるかもしれない。俺の関心はそこにのみある。もしもそのふざけた望みが成就して港光が神のような化け物になったとしたらあなたはどうするつもり？どう？港光はあの銀星号なのよ。本当に世界が滅びるかもしれない。ああ、そうだな。俺は構わん。光さえ生きてくれるのがいい。明快すぎる。悩みも迷いもしない。いえ、決断すらしていない。選択が何もない。何を言いたい？やっぱりあなたは港影明じゃない。そう言いたいのよ。愚かなこと。俺こそ港影明だ。嘘偽りのない本物の。ええ、きっと。
それもきっと間違いじゃない。けれど認めないというのか。好きにすればいい。俺が俺であるために。お前の承認など必要ではない。ミド。さて、俺はお前を拒絶したが、これからどうするのだ。対話で解決しなければ実力行使と相場は決まっている。だがお前には何もできまい。それはお前には力がある。聖州村正一門固有の秘術、精神干渉。お前もその技を備えている。しかしお前には使えまい。あの時拘置所の中でもお前はできなかった。俺を支配しようとして失敗した。難儀なものだな、勅命とは。帝の託戦はそれほど重いか。そうだよ。おかげで俺は助かる。され、何もできないお前がここにいる意味はない。そこのちゃちゃ丸は脱出すれば本当にお前を潰すぞ。今のうちに逃げてどこかで眠りにつけ。500年そうしていたよう。私があなたを支配できなかったのは勅命に縛られていたからじゃない。あの時も言ったでしょ。もう遠い昔のことだって。何だと。帝の言葉が重いのは確か。目的のため人の心まで侵そうとしたジジ様とカカ様のおごりを戒める気持ちもある。でもそれだけなら振り切れた。できなかった理由は、私があの時あなたを支配しなかったのはあなたの意志を奪いたくなかったからよ。私はあなたに力を使う。今のあなたに意志はない。港光を救おうという望みがあるだけ。それは確かに誰に植え付けられたのでもないあなた自身のものなんでしょう。でもそれだけがあなたじゃない。あなたは奪われている。俺は私はそれを取り戻す。私はあなたの剣だから。ミド、私はあなたに何も強制しない。私はあなたから奪われたものを取り戻すだけ。カカ様の力で封じられたものをすべて解き放つ。思い出して。あなたは港光をとても大切に思っていた。今だけじゃない。ずっと昔から。それでもかつてあなたは彼女と銀星号と戦っていた。どうして？他にも大切なものがあったから。そうじゃないの？違う。光は俺に残された最後の家族だ。他に大切なものなどない。そうね。あなたの家族はもう港光しかいない。港スバルを私が奪ってしまったから。
あなたにとってこの世は縁もゆかりもない他人ばかり。でもあなたはその見知らぬ他人が、名も知らないどこかの誰かが自分と同じように理不尽な力で大切な人を奪われてゆくのがどうしても許せなかったのではないの？だから湊ひかるとさえ戦ったのではないの？思い出してミド、私たちの罪を。私たちは幾人も殺してきた。それは決して許されないこと。弁明の余地なんて少しもない。けれど理由はあった。暴力で幾多の命を奪ってきた私たちは、他の人にそれを伝えて慈悲を請うことはできないけれど、自分自身には言える。私は善悪相殺という勝手な掟のため、あなたは銀星号を増殖させないため、より多くの人を死なせないためにあなたは殺した。ミド、あなたが今世界の滅びを肯定するなら、あなたに殺された人々の死は無意味になる。彼らは何の理由も必要もなく死んだことになる。それでいいの？よくはないかな。けどお兄さんにはもっと大事なものがある。湊ひかるへの愛情の方が価値は上なんだ。そうでしょ？ちゃまる、どうしてあなたが。甘くみんな。精神干渉なんて離れ技は無理でも、声を送るくらいならできる。お兄さん、迷わないで。湊ひかるが大切なら、守り通せばいい。それで世界が犠牲になるからなんだってんだ。世界のためって理由がついたら、何もかも諦めなきゃいけないのか？世界が他の何かを犠牲にするのは許される。けど、他の何かが世界を犠牲にするのは絶対許されないってのか？寝言は寝て抜かせって言いたいね。こんなもん、ただの力勝負だ。世界が他の色々を犠牲にできるのは、世界の方が強いからってだけだろ。なんせ人類の総体だからね。でも、全人類よりこっちの方が強かったら、こっちの望みが通るって寸法だ。いい悪いの話じゃない。どっちが強いか。ただそれだけ。ちょまる。お兄さん、諦めちゃダメだ。お姫には世界と戦ってでも遂げたい望みがある。当てにもあるよ。お兄さんにもある。だからお姫と当てとお兄さん対全世界で勝負だ。勝ち目なんかどうだっていい。諦めたくないなら戦うしかないんだ。ミド、私は何も強制しない。ただあなたの意志で選んでほしい。村正。私、稲木忠康に会ったの。覚えている？あの元気な三人組の一人よ。彼はとても聡い。私が新田雄飛の命を奪ったと悟って、こう言った。彼の死を無意味にしないでほしいと。
私から伝えられることは、これで全て。あとは、選んで、ミド。お兄さん。最後の問いよ。あなたは、港光への愛情のためなら、他の全てを無価値にして、捨てられるの？